チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。今日も来ていただいてありがとうございます。本日はですね、イラン戦争で人類の敵となったトランプ、それでも日本はついていくのかということで、相変わらず続いております悲惨なイラン戦争を軸にアメリカ、イスラエル、日本の政治、日本の社会問題などという順で取り上げていきたく存じます。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を多く取り上げます。ヘイトスピーチなどもありますので視聴にはご注意ください。後からスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありませんのでよろしくお願いいたします。あと配信のチャットルールなんですけれども、視聴者同士の方がですね安心して会話できる、場としたいと思っておりますので、差別や排除につながる発言や暴力的な発言などは禁止とさせていただいておりますのでよろしくお願いします。概要欄のチャットルール読んでください。はい、ということでですね、しょうがさん、ケイトさん、ペタスさん、マヤ F さん、音花風花さん、アブソリュートさん、つばきさん、イッツさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。風花さんですね。チャットありがとうございます。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、平和憲法を守る、310ということでですね、すごい人数集まったみたいですね。はい。それもね、後で取り上げていきたいと思っております。おデモの参加された方ですね、お疲れ様でございました。ありがとうございました。ということでですね、反対デモなどもいろいろ活動されている方いらっしゃると思います。お疲れ様でございました。無欲さん、コンカラスです。でですね、先ほど流しさせていただいたのは、ナミチエさんとダニージーさんの新曲、戦前ですね。もう聞いた方はね、ほとんどだと思っておりますがですね、皆さん聞いてください。素晴らしい曲でございます。はい、パレスチナルーツのラッパー、ダニージーさんの新曲です。あとですね、今回のリンク先についてはいつも通りですね、Google ドキュメントにまとめてありますので、概要欄からチェックしてみてください。はい、ログさん、コンカラスです。あと、ヒデアメさんもコンカラスです。ぴょんぴょんしながらついていくのか。いや、ほんとついていかないでほしいですよ、マジで。もうシャレにならないからね、人類の敵ムーブをするんですかという話ですよね。はい、でですね、ちょっと皆さん、投稿でですね、ファンの方にはすでに周知してるんですけれども、カラスマ100の羽休め喫茶というディスコードチャンネルを作成させていただきました。というか、前から作ってたんですけれども、実は、今回いっぱい開放させていただきました。ディスコードに興味ある方はですね、ぜひともチェックしてみてください。他の方々と雑談とかができる、システムとなっておりますので、よろしくお願いいたします。特にですね、メンバーとか入ってなくても入れます。よろしくお願いします。あとですね、署名活動なんですけども、日本政府は米国とイスラエルによるイラン攻撃について抗議の声明を出せという、4万3000筆ほど集まっているんですけれども、なんでいつまで経ってもイランを攻めているんですかね。何をやっているんですかね。はい。という感じでございます。あとですね、アイヌ民族へのヘイトは人権侵害です。札幌市に防止策を求める署名活動にご一緒にご協力くださいということで、ちょっとこちら私の地元なんですけれどもですね、日本会議とか日本保守党の関係者がですね、いつも、アイヌ民族に対するヘイトスピーチをするようなパネルを出したりとかする活動をしているんですよ。で、ずっと反対をしているんですけれども、懲りずにまたやるみたいなので、この署名を先に集めておきたいという感じのアクションになっております。ご協力いただける方はですね、ぜひとも北海道以外の方もご協力ご署名いただければと思います。3月16日に札幌グランドホテル下の地下歩行空間で終日やるそうでして、現地行ける方は、行くということでございますので、はい、こちらも周知させていただきます。はい。ですね。
キャミさん、コンカラスです。サーバー名には肩肘張らさず過ごせるようにという願いが込められておりますので、ということで、管理ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。ということでですね、カラスマ100の羽合わせべき様よろしくお願いいたします。アイヌ民族ヘイトね、もっとね、署名1000人はせめて超えないとやばいですね。はい。もっと宣伝していきたいと思いますが、はい。皆さん、ぜひとも署名してください。本当にね、北海道の日本会議とか、北州としつこいんですよね。ずっとこうやって地下室とか、地下歩行空間とかですね、札幌の、公共空間にアイヌヘイトを文言を貼るみたいなですね、嫌がらせをずっと続けてるんですよ。信じられないでしょ。まあ、信じられないことをやってる小野寺勝っていうやつがいるんですけど、まあ、そういうやつらの暗躍もあるのでですね、はい、ぜひともご賛同のほどいただければと思います。1年浪人してた弟が京大に合格しました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ですね、別に、京大代表が河合祐介なわけじゃないので、本当誇っていいと思います。おめでとう、素直におめでとうございます。相葉修さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。アサーズデイさんもここからです。ということで、皆様署名とぜひともご協力よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まあお待たせいたしました。気が重いですが、今日も、長くなりそうで気が重いですが、人類の敵ドナルド・トランプ政権について話してまずは行こうと思います。150人超死亡のイラン女子小学校襲撃は米軍が実施した可能性が高いということで、前回の先週の配信をご覧いただいた方はなんかカラスマが証拠もないのにイスラエルのせいではないかみたいなですね憶測を語っていたのを聞いた方がいらっしゃると思います。謝罪申し上げます。申し訳ございませんでした。まさか天下のアメリカ様がトマホークミサイルの位置を間違えたとは、と言われ、まあ今言われてるんですけれども、思いませんでした。謝罪申し上げます。あなたたちのせいだったんですね。はい。ということで、ニューヨークタイムズ紙がですね、児童ら少なくとも150人、ちょっと少なく見積もりすぎだと思います。175人は亡くなってます。はい。イラン南部南部にある女子小学校に対する攻撃について、米軍が自ら実施したものである可能性が高いと。まあ、イスラエルはね、ミサイルよりは、まあ、ドローンとかね、空軍による攻撃でこういうことやってる可能性が高いわけですけど、今回、ミサイルが、原因だという長距離ミサイルですね。長距離ミサイル。はい。長距離ミサイルが、小学校に撃ち込まれてしまったということが原因だということが、ですね、衛星画像で、判明したようなので、まあ、ニューヨークタイムズがですね、2013年の衛星画像を確認したところ、イラン革命防衛隊の海軍基地の、まあ、一部だったということなので、アメリカが、まあ、古い情報を掴んでですね、そのまま攻撃してしまったのではないかという。いやー、ちょっと信じられないですね。インテリジェンスどうなってんのこの人たちの。信じられない。まあ、悪意はなかったのかもしれないですけど、即刻謝罪すべきだと思いますよ、公式に。だってこれ戦争犯罪でしょ。だからいくら誤射だからといってもね、許される行為ではありませんので、まあそもそも、イラン革命防衛隊の基地だったとしても、先制攻撃はですね、戦争犯罪なんですけれども、はい。まあおそらく革命防衛隊の基地と間違えたということでございますので、はい。早く謝罪してほしいと思います。はい。ということでですね。伊沢さん、ねぶたさん、プアプアさん、コカラスです。署名ありがとうございます。はい。なんかロシアと中国も動いてますね。ちょっと今回取り上げないですけれども、どうなんでしょうね。マーク・ウィンチェスター氏が毎回大活躍ではいけないということで、そうですね、アイヌヘイトの署名に関しましてはですね、マーク・ウィンチェスターさんが、というですね、活動家の方がですね、ずっと、協力してくださっているんですけれども、まあ、あとアイヌモシリの会の皆様とかですね、当事者の方とかやっぱりね、そういう外国の研究者の方が、中心になって活動してるっていうのはやっぱおかしいと思いますので、はい。皆さんはぜひともご協力よろしくお願いいたします。はい。ですね。なんで高市早苗さんはイランを非難するんでしょうか。いや、本当ね、外交がおかしいんですよね。なんでなんだよっていう。アメリカを非難しろよ。人類の敵みたいな行為をしてるんですよ。はい。
イランがトマホーク持ってるはずだとかね、意味不明なこと言ってる。いや、お前らイランは海軍、だからミサイル能力とか空軍能力とか、実際空軍能力イラン弱くて、まあそれでテヘランを攻撃されちゃってるんですけど、そういうこと言ってたんじゃないのお前はっていう。いや、でも本当誤爆だとしても小学校爆破するとかありえないですよ。もう、なんか全員なんて言うんですかね、空軍なんちゃらインテリジェンスとか、なんかそういう称号とか全部剥奪しなきゃいけないレベルの事態だと思いますよ。はい。だから謝罪して即時停戦すべきですよね。はい。なんですけど、イラン作戦は近いうちに終了いたします。トランプ大統領が会見しました。終わるのって、いや、停戦するならいいことなんですけど、でもその直後にですね、ホルムズ海峡を封鎖を続けるなら20倍激しい攻撃を加えると言っております。どういう意味なんですかね、これ。意味わかんないですよね。イランの作戦は近いうちに終了するって言ったんですよ。それで私もちょっとびっくりしたんですけれども、びっくりした今日の11時のこれ報道なんですが、その後にですね、イランがホルムズ海峡の封鎖を続けるなら20倍激しい攻撃を加えると言っていて、軍事作戦を終了する気なのか、なんか特別軍事作戦と名前を変えて続けるつもりなのか、意味がわからないんですが、どういうことなんですかって聞いたら、トランプ大統領は我々は決定的に勝っており、我々の軍は世界で最も優れていると回答したそうです。大丈夫なんですかね。最も優れた軍は小学校を誤爆しないと思います。はい。ですし、封鎖状態が続くホルムズ海峡についてはアメリカ軍の艦艇を配置して安全な状態が維持されるなどと言っておりますが、まあ皆さん知っての通りですね、封鎖は続いております。はい。どういうことなんですかね。理解ができないんですけど、戦争を続ける気なのかやめる気なのかはっきりしていただきたいし、っていうかやめろという感じなんですけど、いや、というかアメリカとイスラエルが全軍撤退すればホルムズ海峡は閉鎖は解かれるんじゃないですかね。イランだって鬼じゃないんだから。だし、自分たちだってね、石油ビジネスができなくなっているわけですから、はい。まあ意味がわからないと思いますね。はい。全く意味がわからないんですけど、まあ、ロイターが冷静な、記事を出してくれてまして、イランの狙いは消耗戦であると、原油施設攻撃で経済的に欧米を揺さぶるつもりであろうということで、まあ、この読みが正しいかなと思います。というか、さすがに日本の新聞とレベルが全然違いすぎるなと思いまして、感心してしまったんですけど、ロイターによると、イランは米国やイスラエルに軍事力で勝つのではなくて、持久戦に引きずり込み、消耗戦を耐え抜くことで勝機を見出そうとする戦略に転換していると。ドローンやミサイルを定期的に放ち、重要なエネルギー輸送路を遮断し、世界市場を揺さぶることで、米国が先に折れるように圧力をかけているということですね。まあ、なので、アメリカとしては、もう、世界がね、イランのこういうホルムズ海峡封鎖行動によってとんでもないことになってしまっているので、さっさとやめにしたいというのは本心だと思うんですよ。さっさとやめにしたいのは本心なんですけど、イランの革命防衛隊にとっては、存在そのものをかけた戦いであり、まさに全面戦争であり、全てを巻き込んででも戦う覚悟であると。いうことで、カタールからサウジアラビアまでエネルギー拠点を狙う、攻撃を繰り返しつつ、ドローンやミサイルでですね、散発的な攻撃を続け、イランの最も得意とするね、テロだとか言われますけれども、戦術ですよね。で、米国とイスラエルを消耗戦に持ち込み、戦いをできるだけ長引かせることによって、世界中がですね、ホルムズ海峡閉鎖による経済圧迫を受けて、停戦しろと、イランへの攻撃をやめろと言い出すのを待っているというような、話みたいですね。だから結局はどちらが先に折れるのかという、戦いに持ち込まれていて、ここはね、多分、亡くなったね、ハメネイ師の思い通りなのではないかというふうに書いてあります。はい。そうでしょうね。というか、ほとんどイランの思惑通りに言っちゃってるじゃん。どういうことなのっていう、感じなんですけれども。はい。ということで、アリクイモドキさん、やっぱツレーワさん、コンカラスです。さっき家族が小野田の遅刻の件について話していたので、いかに高市内閣やトランプやネタニヤフがクソなのかを話していたのですが、家族の無関心な態度に腹が立ってしまい、少し感情的になってしまいました。いやー。
でも本当自分事だと思わないとまずいですよ。だからね、石油ですからね、どんどんエネルギー価格が上昇して、まあ石油ですとかアルミホイルですとか、いろんなものがね、まあ今は恐れというレベルなので、あまり煽りすぎるのもね、あれですけれども、直ちに世界経済が崩壊するわけではないですけど、結局エネルギー価格を押し上げられることで、LNG もそうですけど、私たちのですね、生活が圧迫されるのは間違いないと思われます。そうだから結局缶詰買ったりとかで、電力不足に備えて、なんかするとかで、だからトランプは勝ち逃げしたいんですよ。勝ったって言って逃げたいんだと思うんですけど、まあそうはいかないっていうのが、まあイランの行動ですよね。はい。そうで、実際に石油価格が下落しているので株価にも影響しておりますし、まあアメリカはじめですね、アメリカはまあ自給自足できる面があるので、エネルギーのね、エネルギーを止められるのは直ちには影響しないと言われてるんですけど、むしろ日本とか韓国とか台湾の方がやばいんですよね。はい。ですね。そう、ベトナム戦争の二の舞になっちゃいますよね、そんなことしたらね。はい。ですね。まあ、ウクライナもそう、ロシアに対して消耗戦を仕掛けているので、まあ、やっぱり力で勝る相手に対しては賢い戦術ではあるんですよね、確かに。はい。ですね。ちょっと待ってくださいね。トランプリコーさんというコマンドはあるのだろうか。いや、ないんじゃないですか。ないからみんな困ってますよね。これはだからトランプさんが全面的に非を認めて撤退してくれればいいんですけれども、はい。ちなみにですね、もちろんイランが正義かというとそんなことはないです。コメントありましたけれども、イランはですね、ドバイ国際空港に対して、まあ、ミサイル攻撃が、行われました。まあ、ドバイUAE はね、だから比較的イランと仲良かったので、ちょっと衝撃を与えたんですけれども、まあ今回の件に関してはアメリカに対して協力的な姿勢を見せるものに関しては容赦しないというメッセージだったのかと思います。まあその後でちょっと大統領とね、外交官の荒口さんは態度を軟化させて、いや、ごめん、もう攻撃はしないからみたいなこと言ってるんですけど、まあちょっとイランは本当にハメネイさんの復讐っていうね、狙いもあると思うので、ちょっと何してくるかわからない状態になってしまったと思いますね。はい。ナミさん、コンカラスです。車用車使うから怖えわっていうですね。だから身近なエネルギー源ですからね、本当にどこまで影響が続くかわからないですよ。素人考えでもイランが国家専属のために取れる戦略ってそれしかないと思うんですが、アメリカはそれを予測してなかったでしょうか。いや、本当にそれなんだよな。だから、イスラエルは徹底的にだからね、自分たちがひどい目に遭ってても、まあ多少のね、犠牲を払ってでもイラン潰しをしたいんだと思いますよ。これからイスラエルの話してますけど。だけどアメリカにそこまでの動機がないのに、なんでこうなることを予想してなかったのっていうか予想できなかったの。そして、小学校が誤爆だとしたら、あなたたちのインテリジェンスマジでどうなってるのっていう話ですよね。そうですね。ナフサはほとんどのプラスチック製品の原料ですし、ちなみに LNG ではね、ガス電力発電もやっているわけですので、いろんなところがね、エネルギー上の問題が出てくると思いますけどね。はい。何も考えていなかったってということでですね、イランの外相は米国と協議せず、まあこの方、ですね、イランの外相って本当にやり手なので、荒口さんですけれども、が言ってる限りはですね、まあこれ多分革命防衛隊の意思もちゃんと反映してるし、まあ革命防衛隊と大統領政府って距離があるので、イランって必ずしも一枚岩じゃない国なので、そこも厄介なとこなんですけど、イランの荒口外相は5日、米 NBC テレビのインタビュー上で、アメリカはイランとの核協議の最中に同国への攻撃に踏み切ったので、アメリカと協議する理由はありませんと、我々は停戦を求めていませんと断言してしまいました。はい。いやー、結局そうなんすか。だからまあ比較的穏健派と言われるね、荒口さんがこう言ってますのでですね、まあ本気で停戦する気全くないんじゃないかと思います。トランプ大統領は戦争が実質終わったといくら発言したとしても、重要なのはイラン最高指導者が同意したイラン政府との合意と、革命防衛隊による湾岸諸国との攻撃停止、ホルムズ海峡船舶の安全航行保障であると。
いうことでですね、当たり前なんですけど、ホルムズ海峡の安全がまず確保されないといけないし、革命防衛隊がこれ以上攻撃するっていうのを停止しないとですね、停戦なんてありえないわけじゃないですか。当たり前ですけど。だからホルムズ海峡がやっぱり全てというか要衝なので、はい。まあだから停戦に持ち込むにはですね、イランの態度を何とかして変えさせなきゃいけないというところになったわけですけど、はい、皆さん知っての通り、ハメネイ氏の後継者が、モジタバ・ハメネイさんになりました。まあこれは正直最悪の選択だと思います。民主派の人たちにとってですけどね。まあ、BBC のね、詳しい内容を見たい方はぜひともこれよくまとまっている、5分ぐらいでよくまとまっているので見ていただきたいんですが、イラン最高指導者の後継者は息子であり、強硬派の勝利と BBC ペルシャ語の特派員ということで、BBC ペルシャのまあ特派員の方々が言ってるんですけれども、まあ、このモジタバさんってですね、まあ、イランの民主化からは打滑のごとく嫌われてる人で、まあ、超強硬派、タカ派だと言われてます。で、革命防衛隊とも親しくてですね、強硬派体制の一部であるっていう風に、まあ、見なされてるような人なんですね。だからハメネイさんって、まあ、その強硬派とはまあもちろんね、一体ではあったけれども、革命防衛隊が何でもハメネイさんの言うこと聞いてたかっていうとそうでもないし、逆に、その革命防衛隊が何かしたいからといって、何もかもね、ハメネイさんとを事実上従わせるようなことはできなかったと思います。まあ宗教的権威なのでね。なんですけれども、まあこの持田さんに関しては、もう革命防衛隊と同調して動くのではないかという、話でして、まあさらにですね、対米強硬的な政策であるとか、内政の的には民主派、反対派への激しい弾圧、などをするのではないかと言われております。はい。まあ、それを受けてかですね、イラン女子サッカーの代表選手5人が、オーストラリアに亡命するという、ニュースもありました。AFC 女子アジアカップに出場していたイラン代表チームの選手5人がオーストラリアに亡命するためチームを離れたということです。ABC はイラン系オーストラリア人関係者への、話として5人が亡命するため大会開催地の東部ゴールドコーストの宿舎を離れ警察の保護下にあると伝えました。米国に亡命しているパーレビン元皇太子も、自身の事務所が5人の選手が代表チームを離れ現在は安全な場所にいると、いうことでして、イランではですね、2日に行われた韓国戦の前に、まあ、この人たち国歌を斉唱しなかったんですよ。だから反体制派なのではないかということが言われておりまして、で、モジダバさんがですね、後継者に選出されちゃったんで、まあ、そのまんま帰ったらマジで殺される可能性が出てきたので、まあ、やむを得ない決断だったのかなと思います。はい。だからイラン民主派の人たちがね、これでどうなってしまうのかということだし、この結果に関してはですね、アメリカは責任を取る気があるのかなと思いますね。はい。ということでですね。イランが核を持ったってイスラエルは言ってるけど、核を持ってるだけで核兵器を持っていないイスラエルは核を持っているっていうですね。いや、ほんとね、なんかアネクドートみたいな話だけど、そうなんですよね。お前は核持ってるだろ、核持ってるだろ、核持ってるだろって言ってるイスラエルの側が核を保有しているということですね。はい。だからですね、そう、ガソリンの価格がゴンガン上がっていけばね、まあ、高市政権の批判に返ってくるのかなという気がしますけど、だから非常に今難しいタイミングになってしまったと思います。だから高市さんは本当ね、トランプについていくのやめてほしいんですけど、自分が助かりたかったら。支持率爆下がりしそうですからね。ですね。うちは昔プラスチック工場をやってて原油高騰の時にはえらいことになりました。まあプラスチックとかもう全てに影響を与えますよね。はい。で、まあこういう状況なのでね、結構皆さん身近な方と喧嘩してしまったりとかですね、あると思うんですけれども、自分をいたわってください。今回はね、もうどうしようもないと思うし、こういうね、戦争が起きていてね、感情に影響されないっていうことの方が難しいと思いますので、はい、ですね。
だからですね、だからイラン市民の人たちだって、結局こういうことがなければですね、モジタバさんを選ばなかった可能性もあるわけですけど、結局ね、かえって強硬派の人間を選んでしまったわけですよね。どうしてくれるんだって感じですよね。はい。だからそう、開幕天皇を殺しちゃったらね、さらに、強硬派の息子が出てきたみたいな、ね、展開なんですよね。はい。だからそのイスラエルはだからモジタバさんだからっていうことを口実にさらに攻撃する可能性もありますけれども、結局アメリカはねさっさと停戦したいっていう動機があるのだったら、そこがどうなるかということですよね。だから攻撃するのやめればいいですよ。もうどうしようもないでしょって。政権転覆は不可能だとになったと思います。はい。で、彼はもちろん身隠してるんで、また暗殺なんてのはね、難しいと思いますし、まあそんなことしたところでね、また別の強硬派が出てくるだけだと思いますので、本当ね、意味がないですね。そう。結局ね、武力で奪ったものは武力で奪い返されますよね。原油高と高市さんの責任のつながりを、いや、その辺、中度は説明しないとダメでしょうね。多分なかなか理解されないと思いますので、30年前はガソリンリッター95円でした。はい。ただですね、そのガソリンについてちょっとすいません、衝撃的な映像が出るのでご注意ください。グロテスクなものではないですが、ニューヨークタイムズも言ってたらしいですけど、これは本当に核の冬ですよねと。石油とすすで空が覆われ、黒い酸性雲がテヘランに降りました。この黒い雲は東に流れて中国まで到達する見込みであると。イスラエルを本気で止めないとあいつらは核を使うと思います。アラブ人もペルシャ人も人間だと思ってませんと。いうことで、これ全世界に衝撃を与えたんですけど、私もだからね、情報戦というか AI で作ったこういう戦争の動画とかはひどいので、一応いろいろ全部確かめてるんですけど、このすすだらけの映像、そして、これはイランのね、イラン人ジャーナリストの方が現地からレポートしている映像、燃える石油備蓄施設の炎の前から、勇気を持って報道したわけですね。はい。であるとか、こうしたですね、テヘラン全域が炎と煙に包まれている映像の多くは、残念ながら実際の映像です。アメリカとイスラエルがイランの主要な石油備蓄庫を爆撃しました。空爆した後、石油備蓄庫から石油が道路にこぼれ、下水道や排水システムに流れ込み、火災が発生し、テヘランの高速道路に炎の壁が立ち上がりました。これは戦争におけるイランの石油インフラに対する初めての重大な攻撃でしたということで、ちょっと言葉がないですね。こんなことするのかと信じられないですね。もちろんこれでその石油貯蔵庫を爆破しただけで他の人たちというかね、テヘランの人たちがみんな死んでしまったというわけ、火災で死んでしまったというわけではありませんよ。多くの人は避難して命は助かっているので、だけどさ、これはもうやっていいことの範疇を完全に超えていますよね。だから戦時下で例えば1億歩譲ってイランとそのアメリカがですね正式な戦争状態にあるとしても、やっていいことと悪いことがあるだろうと思いますし、これを正当化するのはねちょっと不可能なんじゃないかと思います。はい。人類に対する攻撃ですね。はい。ということで、みっこさん、TTS さん、コンカラスです。そう、結局ね、だからイランがね、膝を折って停戦しますって言ったところで、許してくださいと言ったところで、イスラエルとアメリカは攻撃をやめないので、こうやって圧力をかけるしかないわけですよね。はい。いやー、ですね。そうですね。高市さんはね、イランのせいだから私のせいではないっていうように言うでしょうね。そこをどういうふうに説明するかですよね。イスラエルを解体してポーレスティナに恒久的平和をもたらしたいです。だからこの中東をこれだけで不安定化してんのってイスラエルですからね。だからなんでイスラエルをみんな許すのかという話ですよね。米軍は武器の在庫がそんなにたくさんないらしい。そこはですね、私もいろいろ調べたんですけれども、結
結構評価が揺れてます。まだまだ在庫はあるという、意見もあれば、米軍寄りの意見もあれば、イラン側としてはもう米軍は弾がつき始めているはずだっていうような主張をされているっていうことで、半々だと思いますね。ただ米軍は米軍だろ、腐っても米軍なので、世界各地からね、それこそ日本とかいろんな国から武器を、ですね、調達してもらえば補充できるっていうね、アドバンテージがあると思うので、完全に枯渇させるっていうのは難しいと思いますね。はい。そうですね。大日本帝国陸海軍のね、戦略目標でもパールハーバーで同じようなことしたわけですよね。はい。原油価格の高騰にはそれに加えて円安の影響もありますよね。日本はイランに対しては割と微妙な立場を取って、そうですよ。友好的な立場を取ってました。だから独自外交をぶち壊しにしてますよね。はい。ということで、ただこの映像がね、もっとなんかテレビとかで流れれば世論も変わるような気がするんですけどね。テヘランの製油所の壊滅的な爆破被害。燃焼する石油は硫黄と窒素酸化物を放出し、それが雨と混ざり、硫酸と硝酸を形成し、本格的な酸性油を有毒なものに変える。1991年にサダム・フセインがクウェートの石油を焼き払った時、その影響は湾岸症候群と知られ、退役軍人たちは数十年後に慢性疾患やがんを発症しました。だから重大な健康被害がこれから、起きてくる可能性があります。これは砂漠の戦場ではなく1000万人の人々が暮らすテヘランであり、その大半が女性と子供たちですと、いうことでですね、テヘランに酸性油を降らすような行為はどう考えても正当化できないと思います。日本には原爆、ベトナムには枯葉剤、イランには黒の酸性油。果たしてこれと同じことを白人が住む地域にやるであろうか。同じ人間というくくりに入れてもらえていないという気がしてならないということで、イラストレーターの裏剣ボロボックスさんですけど、全くその通りだと思いますね。だから相手を人間だと思ってないですよね。こんなことができるのかっていう、話だし、なんぼね、だから作戦的効果だなんだこんだという理屈があったとしても、許されることと許されないことがあるだろうと、無差別攻撃に近いですからね。はい。絶対許されない行為であると思います。牛尾さんとおべきれおさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。映像の世紀のようですよね、本当に。はい。韓国がパトリオットとか航空戦力が中東に搬出し始めたんだ。へえ、ありがとうございます。恐ろしいな。だから韓国も結局そういうとこ利用されちゃうのかもしれないですよね。中東独自外交保守派の両親だったのに、いや本当ね、自民党支持者の人の方が怒るべきだと思いますよ。高市さんの今の振る舞いには。ただその背景なんですけれども本当にいやだってアメリカの人たちだってそれはイランの人権派の人たち人権のことだって考えてるじゃないかみたいな擁護をする人がもしかしたらいるかもしれないと思うので希望を打ち砕いておきたいんですが、アメリカ保守連合 CPAC の長官がイランの女子生徒がブルカで死んだ方がいいと語ったということで、共和党の指導部はイランの女子学校爆破事件を気にしていないと。これちょっとニュースタイトルが煽り気味ではあるのですけれども、残念ながらマジの発言ですね。保守派のマガイデオローグであるマット・シュラップ氏はイランの小学校で100人以上の少女が宗教的過激主義から救われたなどと主張し殺害を正当化しようとしました。実際に死んだ方がいいとまでは言ってません。実際の映像の話で言うと相手のね反対派の人たちとディベートしてたんですよ。でこのシュラップっていう議員が保守派のマガ派の議員がですね反対派の反論にちょっと感情的になったのかもしれませんよね。この大量死の事件についてお前どういう責任取んだっていう風に詰められた時に、いやそれは別にブルカンをでも着て生きているんじゃないですかみたいな答え方をして、いやそれはだからねイスラム教徒だっていうことは死んだ方がいいっていうこと意味かみたいな詰められ方をしたと、いうことですね。だからでもこれがやっぱりマガの人たちですよね。非常に強い偏見と別視差別意識が背景にあるっていうのはもう疑いようがないと思います。
出なかったらこんな言い方しないでしょだから、で、その後さらに自分でまあ墓穴を掘っているんですけど、君たち左翼が言及している女性や子供たち、つまり若い女性たちはブルカの後ろで野蛮で不平等な社会でキャリアを選択する能力のない生活を送っているというのに、それらの攻撃が女性と子供に損害を与えたなどというお前たちの意見は偽善的だというふうに、偽善的だって言ってるんですけど、野蛮で不平等な社会などとね、イスラム社会一般を言うのは差別です。はい。以上。だから結局こういう人たちがイデオローグだからね、こういう行動するんでしょっていう。だから、まあ、自分でもう言っちゃってますよね。もちろん全部が全部マガみたいな意見の人たちではないのは分かってますし、まあ、今回ね、アメリカも良心があるといったというか、ほとんどね、イラン攻撃に関しては、支持率が 20% 程度しかないっていうふうにも言われてますけれども、まあ、マガの人たちはやっぱこういう意見なんだなーっていうですね、まあ、正直嫌な納得感があります。はい。ということでですね。サンセットバスターズさん、ここガラスです。来ていただいてありがとうございます。市民に対する無差別攻撃やハラスメントって戦略的に効果があるのか、いやー、イスラエルを見る限りないと思いますよ。だってパレスチナの人たち怒っているだけでしょ。怒ってさらに反対しているし、まあそれこそね、ハマスのような勢力が力を持ったのだって、まあイスラエルの態度が原因なわけですよね。逆効果だと思います。はい。そう、荒口監視はね、元駐日大使でした。いや、本当人間が人間にやっていいことじゃないんですし、だからこういうことを言うこと自体がヘイトの扇動ですよね。はい。だから原爆投下を正当化する国とで、嫌だ、まあ、だから倫理的なつながりをしてると思いますよね。意味わかんないっすよね。なんでここまで相手を非人間化して言えるんだろうかっていう。いけシャーシャーと本当に何言ってるかわからない。ちなみにイランの人はブルカを通常着ません。少数派の人は着ますので、イラン人だから着ないよっていうことではないですけれども、はい、かなり少数派です。ヒジャブすら着てない人いるからね。ミサイルで死ぬよりも不平等社会で生きた方がいいだろっていう。ナノクラウトさん、コンガラスです。メンバーシップありがとうございます。別に花粉症的な風潮っていうのは、イスラムに限らず、日本にはあるのになんで特定の人種の問題、花粉症かな性かなそうですね。だって、こんなね、ウルトラ差別主義者が権力持ってるのってアメリカ社会ですよね。不平等な社会って自分たちのことって本当言いたくなりますよね。差別が横行する不平等な社会って、いやー、アメリカ人のことですよね、それって。あなたたちは不平等なね、そういうひどい社会を作ってますよねっていうですね。そう。いや、本当何言ってるかわかんないしね、東洋の言い分そのまんまですよね。はい。そもそも女性がね、何を着るかは、それは信仰の自由があるのでですね、他の人が口を出すことではありません。はい。で、まあ、イランの別に擁護をするわけじゃないんですけれども、まあ、ハメネイは確かに強硬派で、いろんなね、人たちを弾圧してきました。しかし、宗教に関しては、そこまで強硬な弾圧をしてたわけではないっていう映像があります。テヘランのユダヤ人コミュニティがイスラエルに攻撃される祖国イランの平和のために祈っています。イランには2700年以上前に遡る世界最古のユダヤ人コミュニティの一つが存在し、イスラム革命後もユダヤ人らは信教の自由を保護され、ムスリムと平和的に共存しており、彼らの祖国はイランですと、いうことでですね、ちなみにこの映像なんですけど、すいません、うるさかった。戦争中にさすがにここまで能天気に周回してることないだろうと思っては、一応確認したんですけど、やはり古い映像でした。古い映像なんですが、ハメネイ政権下のですね、イランの、まあ、日常的な光景を切り取ったクリップで、クリップ自体は AI 生成とかではない本物です。まあ、イラン人ユダヤ教徒の人たちのコミュニティがどんな感じだったかっていう、平和的じゃんこれってっていうか普通にユダヤ教信仰してていいんだっていうですね、まあユダヤの象徴であるハヌカーなどもね、ちゃんと設置されておりますので、まあ、宗教的な弾圧があった様子は全くないですよね。はい。だからね、
だから別にイランの人たちだけ確かに全体主義的な政権だし、政府批判はね、許さない、投獄されたりしますよ。だけどもう何にでもかんでも弾圧してたわけじゃないんだから、そこは偏見ですよね。で、女性たちの格好を見てもわかると思いますけど、比較的自由が許されてたわけですよね。だから本当はユダヤ教徒の方々だから、イスラム教徒的なね、服装しなくてもいいはずなんだけど、まあそこは配慮してというか、まあ折衷的なね、おそらく暮らしをされてたんじゃないかと、この映像では思います。はい。ですね。そう、家父長制のタイプが違うだけでアメリカにもね、日本にも家父長制はあるしね、だからイスラム教徒だから家父長制だとか、ましてやでイスラム教国だから家父長制だとか、そんなのは おかしいですよね。ユダヤ教国はそう家父長制なんですかっていう言い方になりますよね。だから宗教的偏見は良くないです。はい。ミニラトルさん、いうことと、リトエクスペリエンスさんかな、ごめんなさい。コンカラスです。名前一応読めなくてすいません。来ていただいてありがとうございます。親がアメリカ支持でしんどいです。いやー、この状況で本当アメリカを支持しないでほしいですね。いや、でも本当ね、モスクに反対する日本人より寛容ですよね、ハメネイの方が。それどう考えるのって思いますよね。はい、イスラム教徒は一般的に他の人の信仰にあんまり興味ないって言いますよね。そうだから別にいいじゃんって、ユダヤ教でもキリスト教でもっていう、意外とそう寛容だ、意外とって言ったら失礼だけど、だからそれ自体が宗教的偏見ですよね。弾圧してるわけじゃないですからで、しかも弾圧してるからって爆撃するの意味不明ですからね。はい。ちゅうことで、ユネスコは中東で暴力が激化する中、文化遺産の保護に懸念を表明しているということで、まあこれもね、トランプさんが人類の敵だというふうに認定される要因になっているんですけれども、アメリカは文化遺産も攻撃しております。確認されたもので言うと、3月2日の月曜日にユネスコ世界遺産に登録されているテヘランのゴレスタン宮殿というところが、イランの首都の干渉地帯にあるアラグ広場への空爆後の瓦礫と衝撃波によって被害を受けたというふうに言われております。ちょっと現在の映像はね、まだつかめてないんですけれども、ゴレスタン宮殿はこうした建物でございます。これを爆破したの？いやー、なんか差別語を言いそうになってしまったんで、まあなんかあれですけど、なんか WTF って感じですね。信じられない。京都のお寺をいきなり焼き払うとか、そういうレベルの行為でしょ。人類に対する攻撃ですよね、これも。だからさ、まともに建物狙えないなら戦争やめろやっていう話ですし、いや、まともに建物狙えてもダメなんだけど、ほんと小学校を爆破してみたり、世界遺産を爆破してみたり、お前たちは何がしたいんだよっていう気持ちになると思います。はい。まあもちろんね、人命の方が大事なんですけれどね。はい。で、その人命をまあ尊重しているのかといえば、アメリカはイランの沈没戦艦生存者を送還しないようスリランカに圧力をかけているそうです。という感じですが、これちょっと前回の配信でも取り上げましたが、覚えている方はいらっしゃると思いますが、スリランカ政府に対して、アメリカの潜水艦がですね、ドイツの式典に参加した非武装のイランの軍艦をいきなり魚雷で沈没させたんですよ。それ自体非道なんですけれども、全く救助活動もしないっていうような行為をしたわけですね。で、スリランカの人たちが、ウィシュマさんの故郷ですよね。スリランカの政府が、いや、それはいくらなんでもあかんだろって言って、犠牲者の方々を救助したんですけれども、数十人、80人近い乗組員の方が亡くなってしまいました。そしてディナ・ツァーナヤカ大統領が、スリランカには乗組員を受け入れる人道的な責任があると述べ、なんかね、非常にちょっと、いや、これがでも普通の良識的な政府だよなという、対応をしてくれていたんですけれども、スリランカの当局は拘束者をプロパガンダに利用しようとするイランの試みを最小限にすべきだと。いや、ほんとなんか語彙とかがイスラエルみたいになってきましたよね、本当に。だからアメリカはこういうことを言ってですね、イランのプロパガンダに利用されているから乗組員をイランに送還すんじゃねえよみたいなことを、言っているそうです。いい加減にしてほしいですね。人の命を何だと思ってんの、こいつら。だからもう、本当に、
っていうですね。もうなんか差別語とか罵倒語しか頭に浮かんでこないんですけど。だからさ、スリランカの人たち何の関係もなかったんですよ。巻き込まれ被害ですよ。たまたまスリランカの海に、イランの戦艦が沈没して、だから助ける義理も、まあ、もちろん何もないし、別にね、新イランの国でもないので、助けてやる義理もないし、たまたまなんですよ。で、もともと参加してた、まあ、インドのね、モディは沈黙してて卑怯だなと思うんですけど、インドは沈黙してるわけですよ。だから、スルーすることだってできたのに、人道的な責任があるんだと、私たちは乗組員の人たちを助けなきゃいけないんだって大統領が自ら言ってですね、救助したんですよ。それをですね、イランに送還するなとか言ってんほざけって感じですよね。どういう、まあ本当異様な政府としか言いようがないと思います。はい。インドと、まあスリランカの方が罵倒です。はい。カラスビさんコンカラスです。ニュースを見てるとイランに比べてイスラエルへの取材が多くて辟易しています。まあそっちの方が取材しやすいんでしょうけどね。それはわかるけど、だったらもっとイスラエルの闇の部分を掘り下げてほしいですね。はい。ガザで最古のモスクも破壊されたそうです。そうなんだ。いや、まあ、ガザの文化遺産は本当徹底的に破壊されてますからね。はい。イランにはすごくね、美しいモスクもありますし、もうこういうことを繰り続けるのもジェノサイドの一環ですからね。文化破壊もジェノサイドですからね。イスラエルに注意しろよっていうですね。はい。ですね。この戦争はトランプ個人の暴走でもありますが、アメリカ政治の構造がもたらしたものであると思っています。民主党政権に変わろうが、イランへの干渉が続くだろうと思います。そうですね。そこはやっぱりパレスチナ政策と一緒でね、イランとかパレスチナに関する政府権のやり口ってホワイトハウスのやり方ってあんまり変わってないんですよね。正直オバマさんだった時は良かったとかそういうことではないですからね。オバマの時はオバマの時で結構ひどいことしてるから、残念な話なんですけどね。はい。いや、本当 ICC に制裁したりだ、さ、このスリランカに圧力かけたり、こいつら何考えてんのって感じですよね。はい。ですね。捕虜ではないですよ。だって戦地じゃないですから。いきなり戦場じゃないところでミサイルぶち込まれて死んでしまった方とね、まあ生き残った方、救助された方いるわけですけれども、スリランカは何の関係もない国なので、まあそもそもね、アメリカが助けろよっていうことですよね。はい。本当ですよ。救助する義務はあったと思います。そうですね。スリランカの人たちは、スリランカ大統領は当然のことをおっしゃってるだけですよ。私たちは、私たちの海で、人がね、亡くなりそうになったんだと。私たちはね、この国の人たちがどういう国とかどういう戦争とかはわからんけれども、助ける義務があるじゃないかというですね。まあ、三島サンダマリさんだったらそう言ったと思いますけどね。はい。はい。なんかトランプさんはそう思わないそうでございまして、軍隊は彼らを沈める方が楽しいと述べたと。いや、余計な追加材料を入れてくんのっていう感じで、ちょっとこれ耳を疑ったというか、フェイクニュースじゃないかって調べたんですけど、残念ながらこれ本当のニュースですね。まあ、インドの新聞にすっぱ抜かれてざまあないという感じなんですけど、まあ、これはですね、さすがに今回の件に関する発言ではなく、アメリカ海軍がこれまでに最高級のイラン海軍艇、46隻を撃沈したと、まあ、トランプは自慢げに主張したんですよ。で、その時に、トランプ大統領が、記者に突っ込まれて、イラン船を沈めるよりも拿捕して再利用することを考えたらどうですかっていうふうに言われたところ、まあ、あくまでトランプ本人の意見じゃなくて、アメリカ海軍の意見としてなんですけど、沈める方が楽しいそうですよみたいなことを言ったという。沈める方が楽しいそうですよっていうのがアメリカ海軍の意見っていうことでよろしいんですねっていう感じですけど、いやなんかこれアメリカでもっと大騒ぎされていいんじゃないかなと。今のところのこういうインドの新聞とかちゃんとファクトチェックはしてるので実際にこれ発言してるんですけど、間違いなくトランプ本人なんですけれども、もっとアメリカでこれ大騒ぎされていい発言じゃないかなと思います。マジで人の命を何とも思ってないですよね。だから、沈める方が楽しいってこれアメリカ海軍の意見として思われてるんだったらさ、それはもう海軍ごと世界の敵でしょっていう、まあ、話でしかないですし、まあ、人類の敵ですよね。はい。ということで人類の敵ムーブをどんどん進化させているというのが今のトランプ大統領だと思います。はい。
日本だとどうだろう、救助する前に空席とか在留資格聞くとかはっていう関東軍を超えているいやまあそのトランプ自身のね、別にそういうなんだろう、ことに関して言うのはね、差別なので、そこはね、皆さんもお控えください。ただそれなんだけどもうそういう問題じゃねえだろっていう感じですよね。だから、当然の対応した、スリランカの人に対して圧力かけてみたりとか、なんかね、いや、拿捕したらいいんじゃないですかみたいな、拿捕したらよかったんじゃないですかみたいなこと言われたら、いや、沈める方が楽しいんだよみたいなこと言ったりとか、ほんと戦争ゲームとしか思ってないのかなっていうですね。はい。っていうことですかね。風呂行ってらっしゃい。いや、ほんとね、アメリカがひどいのか、もうなんか軍隊がひどいのか、トランプがひどいのか、もう全部ひどいのかよくわかんなくなってきましたよ。アメリカのね、リベラル派の人たちのかっこいい発言は何だったんですかね。もうまあね、左と右でやっぱりなんかすごい温度差があるのはね、日本もそうですけど、はい。マイナ保険証の有無とか聞いてきそう。そういったね、非人道性が極まってる作戦としては、先ほどのロイターの記事でもありましたけど、これはイスラエルじゃない、イラン側もやってることですが、水が狙われ始めており、中東で未曾有の人道危機が起こるんじゃないかという展開になってしまってます。イラン、米、イスラエルの交戦で双方が水を標的にし始めました。砂漠地帯が多い中東では、私もこれちょっと盲点だったっていうか、確かに言われてみりゃ当たり前だよなっていう話なんですけど、水がですね、石油よりも貴重なんですよ。はい、砂漠地帯なので、水資源への攻撃っていうのが致命的になるわけですね。なので、主に湾岸諸国の国々の皆さんっていうのは優れた海水の淡水化技術っていうのを持ってて、海水淡水化プラントでもってですね、飲料水などを、生成する技術を持っておられます。ただその淡水化プラントがですね、アメリカに狙われました。ですので、首都テヘランの主要な水源である5つのダムが貯水量はもともとね 11% に減っているなどして、歴史的な干ばつという背景があったんですけれども、その中でですね、海水の淡水化プラントが攻撃されるともう致命傷になりかねないですよね。で、イランはこういったプラントの一部が攻撃されたので、報復としてバーレーンで、イランの無人機攻撃により淡水化施設が破損しました。このイランの攻撃も人道的に問題ですし、当然国際法違反なのでやめるべきだと思います。はい、やめてください。ただですね、このエスカレーションを招いたのは、アメリカ、イスラエル側ですよね。ちなみにサウジアラビアが約7割、オマーンとクウェートに至っては9割の飲料水が、淡水化施設に頼っているということで、イランはね、天然資源がまだ一応はあるんですけれども、それでも水が足りない状況ですので、このままね、水がなくなっていくっていうことになると、そのままですよね、干上がってしまうというか、人道危機が招きかねないという状況に陥ってきています。はい。当然ね、ホルムズ海峡封鎖の影響でイラン自身もダメージというか食料の輸入なども大きく滞っているところだと思いますので、だからまたガザのようにね、食料と水がない人々が飢え始める、生活がね困窮し始めるというような状況がこのままいくと訪れてしまう可能性があります。はい。イランの政策はますます無茶苦茶になっている。米国とイスラエルは初めてテヘランの石油貯蔵施設と生成施設を攻撃し、爆煙が上がったのはさっき映像で見ていただいた通りです。バーレーンの内務省はイランのドローン攻撃により淡水化プラントに物的損傷があったと。で、これは荒口外相が、イラン内部のケシム島にある淡水化プラントを爆撃されたというふうに発言した翌日のことであるということで、その報復攻撃だったわけですね。
クウェート、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、ペゼキシャンイラン大統領が謝罪を表明し、湾岸諸国からの攻撃がなければ今後は攻撃を停止すると言ったんですけれども、その後も革命防衛隊の一部はですね、サウジアラビアなどに攻撃をしているというところで、もはや大統領の統制もね、あまり効いていないのではないかとも言われてます。注目したいのは淡水化施設が攻撃対象となっていることであり、水道設備のようなインフラへの攻撃は国際法違反であると。ただし、パレスチナ自治区ではイスラエルより水インフラに対する嫌がらせがずーっと続いていて、ガザの人たちは飲む水にもね、食料にも困るっていう状況が2年以上続いてたわけで、このイスラエルの蛮行をね、世界が許してきたことが、今回の件につながっていると思いますね。はい。Google プレックスさん、コンカラスです。真っ先に民間人、特に弱者に影響が出る微増でなるのは許せませんね。いや、ほんと許せないですね。はい。当然のごとく待機軍人からも嫌われまくっていると。当たり前ですよね。はい。中東では原油よりも水の方が高い。そうみたいですね、本当に。だからそれってなんか中東ジョークなの一種なのかなというふうにもちょっと思ってたんですけど、そんなこともなくて本当に水の方が貴重で、水の方が生成コストがかかるからっていうことですよね。いや、もうひどすぎて何もコメントできないですよね。はい。米軍基地のせいでやってるんですよという。そう、イランの攻撃は確かに国際法違反です。それは許されるべきことではないですけど、今回の場合はイスラエル、アメリカに対する報復っていうですね、目的があるわけですよね。はい。ですね、イスラエルの被害を伝えるニュースを見るたび、これはお前らがやってきたことのほんの一部だろうとしか思えなくなりました。ですね。クリントンもイラクの浄水施設を空爆しクリントンもやってたんだ。いや、なんか結局ね、そう、なんかね、勝った方が正義みたいなね、ダメな倫理観というか、ね、倫理を無視し、倫理とかそういう道徳性を無視した、ですね、やり口を続けているから、双方が続けているから、こういうことになってるということですよね。はい。そして、アメリカは最後の手段に出ようとしています。地上戦ですね。地上戦をなんとかしなければ、イランには勝てないということをようやく悟り始めたので、シリアのクルド人とイランのクルド人に対し、テヘランに対して攻撃せよと言っているんですけれども、シリアの人たちはアメリカと連携しないように警告しています。はい。これ正直私としては、非常に言いにくいことがいろいろあったので、1月にちょっとすいません、正直に言うと取り上げなかったんですけど、今ですね、シリア北東部のクルド人住民は苦境に立たされております。なぜかというと、シリアの新政府と対立しているからです。アルシャラさんがですね、大統領になられて、アサドっていうね、恐ろしい独裁者の恐怖支配が終わりました。で、シリアの政府ってね、隣のね、シリアの政府なんですけれども、だいぶね、穏健化になって民主的になるだろうというふうに期待されているわけなんですが、自分たちの国を建設したいと言っている、ロジャバと言われるですね、シリアのクルド系の方々は、シャラーさんが統一政府を作るっていうことに結構反対しておりまして、ついに1月ですね、シリア軍と、シャラー軍の大規模な対決になってしまいました。で、1000人ほどが負傷したというふうにも言われております。で、結果だけ言うと、シャラー大統領側が勝ちました。クルド人支配地域のほとんどを占領し、多くの人たちがですね、もともとのクルド系の人たちが居住している、イラクとかね、イランに近い方の地域に逃げていったと。いうことなんですけど、これは原因が何かっていうと、ずっとですね ISIS とかイスラム系の人たちに攻撃させるための先兵としてアメリカ人はクルド人を利用してたわけですね。だからアメリカの人たちはだからシリアのクルド人の人たちを利用し、そういったね ISIS のような過激派ですとか、自分に都合の悪い政府に対するね切り札として持っていたわけですよ。でももうシャラー政府になって必要なくなったので見捨てられてしまったわけですね。なので、クルドの人たちはほとんどサポートが受けられないまま、今シャラー側から、統一政府に加わるよう迫られているという状況です。
なので私としては正直ね、クルドの人たちの夢である統一したね、クルド国家っていうものができてほしいなという気持ちはあるので、非常に複雑なんですけれども、こういうことになってしまったんで、シリアにいるクルド系の人たちは、で、今イランの人たちが、だから、トランプに焚きつけられてですね、一緒に戦おうではないかみたいなことを言われてるんですけど、絶対にトランプを信用するなと言っています。まあ、そりゃそうだよね。だってこの前裏切られたばっかりなんですよ。で、クルドの人たちってだからずっとこうやって大国の、まあね、国を持たない民族だと言われているがゆえに大国の都合で利用されて、で、なんか難民として出てくとですね、その国でいじめられたりですね、だからそういう立場の方々なんですよ。だからそういう人たちを差別するってどういうことだか分かってんのっていうのが私はずっと思ってることなんですけれども、はい。ですね。まあなのでですね、これに関してはイラク系のねクルド人の人たちも、アメリカに協力するなという声明を出すなどちょっと異様な事態になっておりますが、まあこれでね、クルド系の人たちも、まあおそらく親米的なね今まで人たちだったんですけれども、おそらくアメリカから離れていくきっかけになるんじゃないかなと思います。っていうことですね。これは国際社会がやらせている。ね、いやいや、でもこれさすがにいきなりクルド人頑張れみたいなこと言い出したらね、てめえらふざけんなってなりますけどね、日本の右翼の人たちですよね。ほんとね、アラビアのロレンスじゃねえんだからっていう。そう。まあでもクルドの人たちがね、さすがにアルカイダみたいになることはないんじゃないですかね。今トルコの方では、まあそちらも融和路線っていうことで PKK って呼ばれてる、まあ日本の右翼の人たちはね、みんな、クルドの人たちを一緒くたりして PKK みたいな悪口を言ってるんですけど、まあテロ組織に指定されてたんですよ。でも、それが解体して、まあトルコ政府とね、まあ今後うまくやっていきましょうじゃないかという、だから差別を緩和してくださいというような融和的なね、今態度に出ておりますので、まあ、クルドの人たちのだから立場ってかなり今流動的な状態ではあるんですけれども、相変わらずですね、まあ、国を持たないということで不安定な立場に立たされているということは事実だと思いますね。そう、大国に利用されては見捨てられみたいなのを繰り返してるんですよね。本当に気の毒すぎる。もう、そうですね。だから結局、そのね、ISIL に対して敵対的な行動をとってたのの反転をトルコ政府はやってるわけですし、なんかね、それでネトウヨの人たちが攻撃してるって、なんかそれはあなたたち誰の味方なんですかっていうね、本当ね。まあそうですね、融和というか屈服に近いかもしれないですね。結果的にね、エルドアン政権がね、維持されてしまってるわけですからね。そうですね。ただシリアのね、クルドの系の人たちはね、非常に優れた、社民主義的なカルチャーを持っていて、もちろん戦闘力とかもすごい強いので、めちゃくちゃ強いので、まあ、国家に対抗できるレベルなんですけれども、っていうとこですよね。だから傭兵扱いするのは本当やめてほしいと思います。はい。すいません。ちょっとクルド系の方々には思い入れがあるので、ちょっといろいろ言ってしまいましたが、なんか戦争のやり方というのがガラリと変わったなと。一般市民を巻き込まないどころか子供を標的にしてはいけないとか国際法逆のことをやっている。真っ先に弱いところを下げるようになってるじゃないか。子供を殺してインフレを潰して、医者を記者を身動きと取れなくして、これは戦争と呼んでいいのか。ただのルールなき暴力じゃないのか。誰が裁くのか、この状態をという。キノリオさんですけど、いや、全くおっしゃる通りだと思います。だから、どんどんなんかやり方がイスラエルみたいになってきてますよね。アメリカもそうだし、他の国もそうだと思いますけど、まあ、もともとはロシアが始めたことかもしれませんけど、まあ、ロシアのね、ああいうウクライナへの残虐行為がですね、ちゃんと批判されないどころか、まあ、パレスチナでですね、イスラエルが同じようなことをやり出して、まあ、各国世界中でこういうことが続けられるようになってしまったということですよね。で、まあ、アンジェラ・メルケルさんなんですけれども、なんか久々に顔見たんですが、トランプは政治を共通税の奉仕ではなく、絶対権力のゲームとしか見なしていないと。ポイントは、政治は本来共通税の奉仕であるという点だ。共通税へ奉仕しない政治とは不正だという認識が重要なことはいくら強調しても強調しすぎることはないと。
まあ、正直言うと、ウクライナの経緯を考えるとですね、あなたがそれ言うんですかね。もともと言えばあなたのせいじ、クリミア半島の時のあなたの態度のせいじゃないですかと言いたくはなるんですけれども、まあ、これはでもメルケルさんが正論だと思います。だから共通点というものがあるという考えに基づいて、みんなね、いい方向に持っていこうよってやるのが、まあ、政治家の仕事だったじゃないですか。軍事的なことをやるかやらないかとか、まあ、右翼か左翼かっていうのには関わらず、それが目的であったはずなのに、絶対権力が他人をぶん殴るためのゲームだっていうふうにまあ捉えてるのが、まあ、習近平はなんか微妙ですけど、まあ、プーチンであり、ネタニヤフであり、トランプですよね。だからそういう人たちがやっぱり世界で強い力を持ってしまうと、今みたいなこういう状況になるのかなというふうに思います。はい。木のりゅうさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。そう、これは当たり前にしちゃいけないですよね。本当におかしいですよ。だから善というものを否定してます。人間の善性みたいなものを完全に否定しちゃってますよね。はい。うん。そうね、まあハマスとかをね、だから否定してる人たちもなんか結局イスラム過激派みたいなくくりでしか見てなくて、解像度低いし、まあそもそもだからネタニヤフとかトランプのとかね、の暴力性と比較できないっていうことも分かってないですよね。はい。人々が裁くと言いたいです。アメリカの軍産複合体を解体する人が総理になってほしい。そう、権力のゲームっていうね、まさにトランプにとっては、だからこういう発言にも見て取れますけど、だから遊び感覚なんでしょうね。政治を自分の都合のいいディールとかのゲームの材料としか考えてないのかなというふうに思いますよね。まあ、メルケルさんが言うのか、お前が言うんかいっていう、それはあるけれど、まあ、言ってること自体は正しいですね。はい。うん。もちろんね、大体暴力革命は失敗するので、だからといってテロや暴力が許されるわけではないです。それはそうですけれども、ただね、そもそもなんで、彼らだけがテロリズムと言われて、イスラエルとかでやってることはテロリズムと呼ばれないのかというところの考えというかですね、その不平等性っていうのをね、見直す必要はあると思います。だって、こういうやり方ってね、テロですからね。はい。一般市民を巻き込んでぶち殺すみたいなのってね。だからイスラエルってやっぱりテロリストみたいなやり方をしてるわけですよね。で、まあ、そのテロステートと化しつつあるアメリカのルビオさんなんですけれども、イランに対する作戦の目標は明確でございますと、これ公式ツイートでございます。昨日の発言なんですが、ミサイル発射能力を僕たちは破壊します。イランのミサイルを製造する工場を破壊します。海軍を破壊します。まず、ハメネイの息子である、だからね、今回、別の人になっちゃいましたけれども、彼を排除することが目的じゃないんですかで、イランの核計画を破壊するのが目的じゃないんですか？で、イランが、だからテロリストを通じて権力を行使する能力を破壊するって、革命防衛隊を破壊するのだっていうところが目的じゃなかったんですか？ルビオの戦争目的は絶えず変化していますっていうね。これ、まあ、ほとんど批判してないところが逆にすごい皮肉聞いてていいなと思いますけれども。だから、お前らは何がしたいんだよってただイスラエルに従ってるだけじゃんっていうですね。イスラエルに従って、あまりにもイスラエルの言うことばっかり聞いているがために、まあ自分たちの目的さえもう見失ってしまっているのではないかと。まあその状態でなんかね、ミサイル撃ち込んだりとか、こうやって非人道的なことやってるわけなんで、もう、まあ、よく政権担当能力とか言いますけど、アメリカに戦争遂行能力はもうなくなってるんじゃないかなと私は思いました。はい。だって、ありえないでしょう。昨日言ったことが今日なくなるんですよ。昨日言ったことが今日わからなくなる。昨日言ってた戦争目的が今日わからなくなり、今日違う目的になりましたみたいな。まあイラク戦争の時は確かにアメリカは嘘ばっかりついたりしましたけれども、一応大量破壊兵器のね、目的ダッシュみたいな、ね、偽のでしたけども、偽の目的はあったじゃないですか。それすらコロコロ変わるとなると、もうどこを指示したらいいのかわかんないですよね。はい。
で、早くも方向性の違いが出ているという最後ちょっとイスラエルの話に行く前に取り上げたいんですけど、イスラエルがアメリカの想定以上にイラン国内の石油施設を爆撃しすぎたことで、アメリカからイスラエルにファットザファックのメッセージが来ていると。イスラエルはイランのインフラを破壊して経済を悪化させ、その不満をモジタバ新体制に向けたい思惑があると思う。しかしそれはイスラエルかアメリカに向くと思うんですが、強固なイスラエル支持者でね、クリスチャンシオニストで知られるリンゼー・グラハムもイスラエルの行動に不満を出し、お前ら石油自動施設を爆破するなんて何考えてんだみたいなことを言い出してるそうです。いや、あなたが言う資格ないわって、まあ言いたいところではあるんですけど、リンゼー・グラハムってそういう人なんで、なんですけど、まあこれは確かにアメリカの自業自得だけれども、本当に言うのが遅いし、最初からそう言ってくださいよという感じですよね。はい。だから、イスラエルは本当徹底的にやりたいんですよ。これからちょっとイスラエルの話しますけども、すでにすいません、1時間以上経っちゃってるんだけど、アメリカよりも徹底的にイランを破壊したいっていう目的とか憎しみとかね、思ってるわけなんですよ。でも、アメリカは明らかにそうじゃない。なんかね、ベネズエラ斬首作戦みたいに、ハメネイを殺せば終わりなんでしょみたいなノリで戦争に参加してしまって、まあね、とんでもないことばっかりやられて、自分はね、小学校爆破しちゃうし、なんか、すごい世界中から批判されてるし、支持率も上がらないし、みたいな状態に陥ってるわけですよね。まあ、さっさとアメリカはこの戦争から手を引いてほしいなと思います。はい。ということで、以上、アメリカの話でした。ということでね。すいません。暴力革命はね、そう、テロリズムとはイコールではないですね。すいません。失礼しました。テロリズムはね、もちろん国家主体によっても行われることなので、はい。ちょっと語弊があったと思います。すいませんでした。はい。ですね。でもこれを本当口実にね、軍備増強みたいなこと言わないでほしいですね。むしろ戦争の愚かさが詰まってる話なんだから、はい。そう、結局西側、味方陣営に対するテロリストは悪で、そう、敵陣営に対するテロリズム行為は悪と見出されないんですよ。本当そこがね、問題の根源だと思います。ハマースは民主的な選挙で選出された唯一の政権与党ですが、アメリカをはじめとする西側諸国はその結果を認めずにファタハを傀儡自治政府にしてしまった。その後、パレスチナの邪魔ばっかりしてる。そうなんですよね。だからハマスって確かにああいう人たちですけれども、別にテロ集団もあれば、その政府的な機能を持ってる部分もあって、だから一概にテロ集団とは言えない。だし、日本も別にテロリスト集団とは言ってないんですよ、実は。なのでね、だからそこ投票してね、ハマス政権になったんだから、それを一旦認めるしかなかったんですけれども、まあそこをね、2006年に誤ってしまったのがね、すべての始まりだったと思いますね。はい。鶏に失礼だと思います。だって昨日言ったこと今日忘れるってありえないでしょ。何言ってんのこいつはっていう。そう、だからこういうね、巨大な暴力装置のブレーキがもう機能してないわけですよね。ちょっと前にイランの核開発施設を破壊したと言ったばっかりなのに、まだあるって言ってミサイルを小学校にぶち込んでますからね。はい。だからルビオさん、あの時なんかね、沈痛な面持ちで、いや、ちょっと核施設やっちまったみたいなことを言ってたの、何だったんですかって感じですよね。で結局、まあ、イスラエルの戦争に引っ張られるというですね。はい。アメリカ首脳、各人の言ってる戦争の目的がバラバラだと思いますね。アメリカが介入して良かった試しがないのになぜ借りずに介入するのかもうなんかね、彼らのやっぱ政治手法が間違ってますよね、根源的にだから失敗するって分かってんだからやるんじゃないよっていう話でしょ。だからイスラエルに何言われても突っぱねなきゃいけなかったのに乗ってしまうから、まあこういう目に遭うわけですよね。ですね。はい。ということで、ちょっとこの後アメリカアメリカのだけの話ですいません。だいぶ、盛り上がったというか、あれしてしまったんですけど、疲れてしまったんですけども、ちょっとイスラエルの話はまあ短めにして、その後日本の話いきたいと思うんで、ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。むしろ武力を持っていても意味がないなどはならないでしょうか。私はずっと軍拡に対して無駄だと思っているのはこれでどこで目指しているのかと。いや、全くそうですね。私はね、左派なんで、やっぱそう思いますけども、特に、バイアスはあると思いますけど、もちろんね、国防力の全てを否定するつもりは私はないです。全ての軍事兵器をね、日本が捨て去るべきだと思っている人間ではないので、なんですけどね、でも結局軍拡競争って相手がね軍拡すればするほどこっちも軍拡せざるを得ないっていうね軍拡のジレンマっていうのがありますけれども、そういう風になっていくんで敵味方の戦力差っていうのを冷静に見極めて戦争にならないようにコントロールしなきゃいけない。そこが目的であるのに、軍拡そのものが目的になってしまうとおかしなことになるわけですよね。はい。だからアメリカが介入して勝ったのは理事大戦が最後なんじゃないですかね。朝鮮戦争はどうなんだろう。でもあれが大勝利だっていうとなんか韓国の人は怒りそうですけどね。はい。そうですね、資本家が労働者が持っているのか誰が軍隊を持っているのかっていうのも問題だと思いますよね。はい。市民会議員に意向を表明している方がイランの核の女性への人権侵害を理由にアメリカの攻撃を否定できない。それは否定してほしいですね。だって今女性やだって子供への人権侵害してるでしょって意味ないですよ。だからね、爆弾でやっぱり民主化するのは無理なので、はい、そこはね、間違ってると思う。考え方がやっぱり、アメリカの人たちもそうだけど間違ってると思います。そう強い武力を持ってても主権を侵害されるし、持ってなくても侵害されるわけで、安全保障のジレンマというやつですね。はい。そうですね。そう、軍拡を地平道を張り続ける、マラソンみたいになってますからね。アクエリアス・ヨッチャンさん、ここからです。ある程度の軍備はしょうがないでしょうが、どの程度が必要かは問題です。その通りですね。だからそこをちゃんと議論して詰めなきゃいけないんですけど、なんかね、武器輸出に対しても議論しないみたいなこと言ってるのはどうかしてんじゃないかと思います。はい。先にちょっとイスラエルの話をします。はい。ちょっと、映像を流さないですが、ちょっとショッキングな内容が出てくるのでご注意ください。ベンヤミン・ネタリアフ。チャンネル I2 が私のドキュメンタリーみたいなのを作ってくれました。ぜひご覧くださいみたいなことを、ヘブライ語で書いているんですが、これ見なくていいです。あまりにもひどい内容なので見なくていいんですけど、私、内容を確認したくてわざわざ YouTube で日本語で見ました。シンワールからハメネイまでネタニヤフ首相が経験した根本的な変化とトランプ大統領との歴史的パートナーシップ。10月7日からとも2年半が経ち、ネタニヤフ首相の暗殺地帯にはシンワールからナスララ、トレロリストのタコの頭であるハメネイに至るまで悪の数軸の指導者全員がいた。この間ずっとネタニヤフのことを多くの人が卑怯者、悪党、勇気のない者と呼んで攻撃していた。穏健派は彼を、戦闘の大物ではなく慎重派だと呼んでいた。しかしネタニヤフ首相は10月8日以降根本的な変革を遂げ、構想のガラスを全て粉砕し、彼の人生と国の人生の戦争に乗り出したのだ。彼には自分より優れていると夢にも思わなかったパートナートランプ大統領が登場。これはどのようにして起こったのか、まとめてみましたみたいなですね、内容なんですけど、見る価値ないのが本当わかると思うんですけど、これの中にでもすごく驚くべきセリフが一つあって、10分ぐらいのところなんですけど、イラン・イスラム共和国への我が国イスラエルの攻撃は、ウォーク文化、ウォークってこれ書いてあるの分かります目覚めたカルチャーは、要はね、日本でいうところ、パヨークとか意識高い系みたいなスラングなんですけど、の文化とアイデンティティ政治に対する攻撃でもあります。ここ10年、我々イスラエルはアメリカに飲み込まれてきました。我々は、自分たちをキリスト教国家だとは考えていない。イスラム教とは、常にアメリカの物語の一部であったはずだ。トランプとネタニヤフの交差点には必ずモスクがあり、彼らは現在のチャーチルとロスワルドのようなものだ。戦争中の価値の欠陥を明らかにした西洋を弱体化させたのは一体誰でしょうか。反ユダヤ主義のキャンセルカルチャー、アイデンティティ政治の偽善性、そして国旗国家の侮辱、ユダヤ教とキリスト教の道徳的明晰さから、彼らは西洋諸国に国家の誇りを回復させたのだと。どういう番組なのこれって一応、イスラエルの名誉のために言っておくと、イスラエルの I2 ってかなり、極右的なね、フジテレビもびっくりみたいなことを言うテレビ局らしくて、ウォークとかで、だから左翼政治
であったりとか、イスラム教徒をですね、包摂するような、文化はおかしいと言って、我々はですね、西洋諸国の誇りを取り戻すための戦争を戦っているのだみたいな、延々とあとネタリヤフへの称賛が続くんですけど、グロい画像とかも本当平気で入ってるので見ない方がいいと思うんですけど、ひどいですね、本当に。これをテレビで流すんだ、イスラエルってだから本当戦争をね、もう戦争を肯定する人なんてよくいませんよみたいなこと言うじゃないですか。でもこれは本当戦争肯定番組としか言いようがないと思います。もう戦争最高。我々はね、西洋のために戦っているんです。戦争をね、しているネタリヤフが偉いんですみたいなことを14分間延々と喋っている内容なのでこんなの毎日見てたら、そりゃね、そういう性格になるよなっていう感じでした。はい。ですね。いや、でも爆弾で民主化できたことないですからね。はい。歴史的な流れを見ると、そう、軍拡自体がね、結局利権の一部に過ぎないですからね。イランへの女性の人権侵害が許せないけど、イランの少女たちを爆撃するのは賛成っていうね。だからそういうの本当露骨な西洋の偽善だと思うし、それが暴かれてるだけの話だと思うんですけど、なんかキャンセルカルチャーへの反対みたいなこと言ってるんですよ。何言ってんのって本当意味がわからない。そう、イスラエルのプロパガンダ番組ですね。テレビで放送されたみたいなんですけれども、はい。まとめてみました。いかがでしたかみたいな。大日本帝国かよ。そう、これをね、ヘブライ語放送でずっと見てる人たちがいるわけなんですよ。もちろんね、極端なチャンネルだから、他のね、ハーレツとかね、リベラル寄りの放送とか新聞もあるわけですけれども、はい。ですね。結局ね、そうなんですよね。科学者の人がなんだかんだって言って軍拡に賛成したりするのはね、軍事的なパートナーだったりそれがね、科学の発展に、核兵器開発もそうですけれども、協力してきたって面は確かにあると思います。でもそれって別に西洋に独特のことじゃないですよねっていう。あと、ちょっと気分が悪くなる映像なんですが、ちょっと日本のニュースを見ていただきたいと思います。アメリカとともにイランへの攻撃を続けるイスラエルで、国民のおよそ8割が攻撃を支持していることが世論調査で分かりました。100%. Because and also because we see the Iranians suffering for years. I feel sad for the Iranian people because I know they're innocent and they don't do nothing. But at the same time, I'm feeling good because I know this war is a part of taking it down, the evil regime. イスラエルのシンクタンク国家安全保障研究所が5日に発表した世論調査では、80.5% がイランへの攻撃を支持すると答え、攻撃反対は 13.5% にとどまりました。また 63% が現在のイランの体制が崩壊するまで作戦を続けるべきだと答えています。ただユダヤ系市民では 74% が政権崩壊まで継続を支持する一方、アラブ系市民では 17.5% にとどまり、61% が早期停戦を支持しています。はい。いや別に私イスラエルへのヘイトを煽りたいわけじゃないんですけど、恐ろしいことに、世論はどんな感じなのかなと今コメントもありましたけど、8割がイラン攻撃を支持しているそうでございます。イスラエルシンクタンク国家安全保障研究所が、発表した世論調査によりますと 80% がイラン攻撃に反対、攻撃反対は 13.5% にとどまる。また 63% がイランの体制を崩壊するまで作戦を続けるべきだと考えていますが、しかしユダヤ系市民では 74% が、作戦継続を支持する一方、アラブ系市民ではわずか 17% にとどまり 61% が早期停戦派であるというですねわかりやすすぎでしょ、イスラエルは。もう、本当に。私がしつこく言ってますけど、人種差別国家だというのはこういうところに出てるわけですよね。それはね、アラブ系の人たちはね、イランとつながりのある家系の人だっているわけですから、イスラエル人ですよ、もちろん。パレスチナ人ではないので、ちょっと誤解なきように言っておきたいんですけど、イスラエルの市民権を持っているイスラエル人で、もちろん右寄りの思想の人もたくさんいらっしゃいます。
それはね、分かっていることなんですけれども、やっぱり反対なわけですよね。でも、アラブ系の人たちってそもそも少数派なんで、まあ、多数派のね、意見が国会に取り入れられるかっていうと、そうではなく、まあ、しかも攻撃自体には必ずしも反対はしてないっていうことですよね。はい。いや、ほんとね、恐ろしいなと思います。プロパガンダで国民をプロパガンダ付けにするとこういうことになってしまうのだなという本当ね、マスコミの力って恐ろしいなと思いますね。はい。まゆちさん、ここからです。あんなに洗脳を受けている社会で逆に2割の人は反対していることはすごいことだと思います。そう思わないとやっていけません。いやー、でも確かにね、イスラエルの反対派の人たち、本当に逮捕されてもやるし、まあ国外に脱出してもイスラエル批判してるし、本当すごいですよ、ユダヤ系の方々は特に。そこは本当に尊敬しているので、だからイスラエル人だからといって、ダニー・ネフス世帯さんとか、日本でも活動している方いらっしゃいますけれども、まあ、そういうね、イスラエルを支持してんだろうみたいなことを言うのは間違ってるので、そこはね、誤解してはいけません。はい。そこは誤解してはいけないんですけど、7割は賛成派だということですね。はい。残念ながら。いやでも本当に戦後的な価値にふさわしい軍隊であるかどうかっていうのはね、日本の場合は憲法をね、ちゃんと支持してできるかどうかっていうところにもかかってますからね、日本軍人はちゃんと憲法を支持してるのかな。自衛隊にも良心的経営拒否が欲しいですね。はい。まあ、イスラエルの場合、やっぱり徴兵国家で、みんな国民皆徴兵をやっているので、それもね、影響力として強い、ね、どうしても軍隊には反対しにくいというところが、あるんでしょうけれども、まあでも政府は改ざんしてないと思いますよイスラエルの市民って大体こんな感じなんですよ、本当に。イスラエルの国民が苦しんでるから殺してでも助けてあげようっていうロジック、いや、やばすぎますよね。イランの人たちがかわいそうでならないってコメントしてんですよ、マジでいや、でもパレスチナ人に対してはこういうこと言うんですよ、この人たち。私は2年見てきたから、これは本当にわかる。本当にこういう人多いです。パレスチナの人たちかわいそうですよねって言うんですよ。言うんだけど、まあ、ハマスが悪いから仕方ないでしょって言うんですよ。次の一言で。だからね、もう完全に洗脳されてしまってる。だから前段と後段と全く一致してない。イラン国民がかわいそうだからイラン攻撃を支持するっていうですね。はい。でも日本もね、こういう感じになりそうで怖いですよね。はい。イランの解放のために、まあ、イスラエルは戦っているっていうプロパガンダを信じちゃってるんだと思います。はい。殴って黙らせるの暴力的すぎでしょ。まあでも家父長制的ですよね。そう。なんか懲罰して痛めつければね、物事が良くなるみたいな、パレスチナの人たちに対する態度にも感じられますけれども、まあ日本も家父長的だから、あんま人のこと言えないですけどね、イスラエルは本当極端すぎるなと思いますね。そう、パターナリズムですよね。はい。イランの人たちを解放ってこの世から解放するみたいな。いや、さすがにそういうことを言ってるわけではないと思います。はい。イスラエルには超党派の人もいらっしゃって、猛然と政府に抗議を続ける方もいらっしゃいます。でも大多数派はやっぱりこうなんだよなっていうごめんなさい。ちょっとアラブって言っちゃってますけれども、私もすいません、雑でしたけども、まあ、イランはあくまでもペルシャの文化圏であって、アラブ文化圏ではないというね、見方をするイラン人の人たちは、アラブアイデンティティではなくて、私どもは、ペルシャ系でございますっていう風な人もたくさんいらっしゃるので、すいません。そこはちょっと失礼だったかもしれません。ありがとうございます。そうですね。イスラエルで戦争反対の活動してると、いや、裏切り者どころか殴られたりとか、仕事辞めさせられたりとかしますからね。だからやっぱり反対の声上げられないですよね。イスラエル警察にボコられてるイスラエル人の反戦デモを見ると、日本のデモおとなしいなと思いますと。そう、西洋列強から解放する前に大東亜共栄圏みたいなね。プロパガンダに影響を受けるとあれって思うような発言をためらいないで言いそうになりそうで怖いですね。ネットでロシアに侵攻されてもウクライナが頑張ってるから応援しないのはみたいな、ことをネットで言われたことがあります。ウクライナに関してはね、あれは別にプロパガンダではなくて本当に侵略されてることに対して不当だというふうに声を上げてる人たちなんで、まあそこは別にあれなんですけれども、
よくはウクライナもね、プロパガンダって言われてるし、実際ウクライナ政府はプロパガンダ打ってますよ。もちろんですけど。それはそうなんですけれども、別に日本は、外国なんで、ウクライナ人なんかこんなこと言ってるけどっていうふうに、まあ、客観的に見ることはできるわけじゃないですか。だからそのまま信じてあげる義理も何もないので、まあ、でも、なんだろう、国の内部にいると、やっぱりそういうね、見方は通用しないっていうところだと思いますよね。で、ウクライナに関しては、一応だから政権批判的なね、ことも言えるようになってるし、まあ今戦時中なのでね、なかなか言論の自由も、言論の自由度も下がっているとは言われているんですけれども、別にね、トランプが言うようにゼレンスキーが独裁者をやってるわけじゃないんですし、まあイスラエルも確かにそうなんだけども、あくまでもやっぱり 13% 程度しか、まあ反対派がいないっていうことなんですかね。うん。この政府に批判的なイスラエル人もせいぜい今の虐殺に反対する程度で今までやってきた占領政策については何も言わない。そうなんですよ。そこが一番問題ですよね。リベラル派はイシオリストと言われる人たちなんですけど、なんかね、形だけ左翼みたいなことを言う人も非常に多いので、それは本当に問題あると思いますね。うん。ペルシャ語は引用語で、アラビア語はセム系なので、だいぶ違いますよね。はい。すいません。そこちょっと雑でしたね。申し訳なかったです。確かにそもそも植民地主義ってそうですね。加藤を飛び出してきた人を強化させてあげるみたいな、そうですね。まあ、骨の髄までなんか染み込んでる気がしますよね。いや、ほんとね、価値観が違いすぎるんですよ、この人たちはね。話し合いできないっすよね。はい。で、まあ、ネタニヤフじゃなくて野党のリーダーがこれかという、まあ、中道右派ぐらいの、政党のリーダーのヤイル・ラピッドって人なんですけど、この人がですね、ポストした内容によると、デストロイ・イランみたいなことを書いていて、イランの油田を全部破壊して核施設と弾道ミサイル製造業とレバノンのヒズボラが全部破壊し尽くされて、イランのイスラム共和国体制が崩壊して初めて戦争が終わるのだみたいな。ネタニヤフが突然死んだとしてもですね、ラピッドさんが首相になったらこういうこと言い出すんだっていう。なんか正直ここ絶望感ありますよね。で、イスラエルってみんなこうだろうかと。で、今回のイラン侵攻はネタニヤフ個人に責任を負わせる人が内外に多いんですけど、だが侵攻に賛成するユダヤ系イスラエル人の割合は8割とか9割とか言われている。また企業や投資家の支援があるからこそイスラエルは戦争ができている。ネタニヤフが刑務所に入っても問題は解決しない。彼の背後にいる連中を叩かねばならないということで、これは全くその通りだと思います。で、やっぱり日本のね、中国に対する意識とこれ非常に似てるなと思うので、あれなんですけれども、前もお見せしたかと思うんですけど、今、日本の中国に対する態度ってこんな感じになってて、まあ、親しみを感じる人がですね、7% ぐらいしかいないんですよ。で、どちらとも言えないが 20% いるんですけれども、まあ、親しみを感じない、どちらかといえば親しみを感じないを合わせるとですね、7割ぐらいがやっぱり反感を抱いてるっていうことなんですよね。まあ別に今ね、高市さんになったから急に、中国への反感が増えたというわけではなくて、ずっとそうなんだし、まあ確かにね、中国は、日本と価値観共有できない政府ではあるので、それは事実なんですけれども、まあだからといってね、なんか敵だからラッディしてもいいんだみたいなことを言うのは危険だと、イスラエルは教えてくれてるような気がします。で、ある統計によると9割以上の日本人が中国人に否定的な印象を持っているというが、小学の帰省の時中国旅行の話を母にしたところ本気で心配して止められ、駐留された、日本人駐在員の拘束などの話を聞かされたらしいと。まあしかしですね、まあ中国の実際のね、イランもそうですけれども、中国もね、多様な国なので、一概に別に日本を嫌ってるわけじゃないし、そもそも日本のこと割とどうでもいいって言われてますし、敵対心を抱いているわけでもないですし、政権がね、強硬であることと、で、別に対外的にどうこうっていうのとはまた違う問題なので、日本はそういう冷静さをやっぱり忘れてはいけないんじゃないかなと個人的には思いますね。はい。そう。僕の書いた悪い国全部載せだった。核兵器もりもり所持してるアメリカとよろしく言っといて何を言っているのかというですね。いや、本当にね、ですね。
まあそうですね、ロシア共産党とかはね、もう完全にまあロシアの傀儡というか、プーチンよりも過激な意見を言ったりするんですよね。そう、だからプーチンを排除したとしても、ロシアが大きく変わるかっていうとそうではないし、ウクライナ戦争をね、もしかしたら、継続するって言い出すかもしれないですよね。そこ恐ろしいところだと思います。そうだけど中国共産党と中国の人を同一視するのは絶対良くないですしダメですよそうで中国製製品でね生活が成り立たないのにね7割も反感抱いてるのはねお前らどういうなってんだよっていう風にやっぱよその国から見たら思われると思うし、だからね、対外的なね、やっぱりいろんな政策に対する、私もね、台湾を支持してるから、偉そうなこと言える話じゃないかもしれないですけど、政府と市民は、そう、必ず分けて考えなきゃいけないですし、軍事行動とかを肯定するかは全く別の問題だというところですよね。はい。そう、すべてを反日か親日かで見るみたいな、そう、その見方本当に危険ですよ。そういう見方になるとやっぱイスラエル側は遠くないと思いますよ。だからすべてをイスラエルかイスラエルでないかで考えてるじゃないですか、この人たちって。でそういうね、やっぱり単純な世界観が一番危険だと思うので、はい、やめた方がいいと思います。はい。ですね。よくいるそうですね、雑な中国批判にはね、中国に対する差別的な感情も入ってますし、そこもやっぱりイスラエルと似てますよね。はい。なのでね、レイシズム国家イスラエルなんですが、ガザで相変わらず空爆を続けています。パレスチナ人、6人、少女を含む方々が亡くなったそうです。イスラエルによる空爆と戦車の砲撃があり、少女を含むパレスチナ人6人が死亡。イスラエルと米国が1週間前に対南攻撃を開始して以降、ガザ地区で最多の死者を出した攻撃ということで、昨年10月に米国の仲介でガザの停戦合意が終わりましたんで、暴力行為はなくなったと思ってる人が、まあ結構ね、日本の人には多いと思うんですけれど、全くそんなことはありません。まあしつこく言ってますが、虐殺は続いています。暴力行為はほぼ毎日あり、ほぼ毎日、パレスチナ人側の死者が出ております。でまたイスラエルはレバノンにも攻撃を繰り出しています。ベイルートの豪華なホテルで少なくとも4人が死亡した暗殺未遂事件の責任を先日認めました。こちらのラマダプラザっていうところでは、イランの革命防衛隊のメンバーを標的にして、攻撃を繰り出したんですけど、これ動画見りゃわかるんですけれどね、アルジャジーラが撮ってるんですけど、こういう風光明媚なねレバノンの観光ホテルみたいなところなんですよ。でそこにいきなりねドローンミサイルをぶっ放したそうです。何考えてんのマジで先ほどから言ってますけれど、やっぱりこのイスラエルの世界観ですよね。他の国の人たちの命とかどうでもいいっていうですね、やり方がよく現れてんじゃないかと思います。レバノンに関しては、昨日報じられてましたが、居住区に白リン弾をまた使用したそうです。またかという感じですけれども、これに関してもですね、人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチさんがずっと警告しているように、イスラエル軍は、違法である白リン弾という兵器をずっとガザとかレバノンに対して使用して続けております。その最新の例が、今回確認されたということですね。白リン弾って空中で炸裂してですね、煙幕張るのに役立ったり、廉価であったりとかね、軍事的には使いやすい兵器だそうなんですけれども、煙幕展開とか戦場の照明に、使用されるんですが、この弾薬は焼夷兵器としても使用され、火災を引き起こすほか、重度のやけど、呼吸器障害、臓器不全、さらには死を招く恐れがあるということで、人に当たったら大変なことになります。なのでね、ガザの子供たちには何度も使われてるって言ったら意外とバズったんですけれども、皆さん意外とやっぱり知らないんだなと思いました。なので今後も言っていこうと思います。ですがヒューマン・ライツ・ウォッチさんとか、ですね、人権派団体アムネスティ・インターナショナルさんは、2023年の段階から、ガザで白リン弾を使われているっていうことはですね、ずっとレポートし続けて、大量の証拠も積み上がってます。でなんかクソリプを投げてきた人がいたんですけれども、榴弾とかでラパーム弾使った方がよっぽど効果があるのになんで白リン弾なんか使うんだっていう、なんか意味わかんないこと言ってきたんですけどいやだからそもそも目的が違うんですって。イスラエルは白リン弾を禁止する議定書を締結してないし、速攻で煙幕張れるから便利だから使ってるだけであって、そもそもパレスチナとかレバノンの人の命をどうでもいいと思ってるからこういうことをしているだけなんですよ。だから悪意を持って大量殺傷したいんだったら確かにラパームとか使うんでしょうけれども、別にラパーム弾のだからコストが全然違うわけじゃないですか。
だからね、安いから使っているっていうね、彼らがその人道とか人命をね、軽視しているから使っているのであって、その逆ではないっていうことですよね。まあそこが理解されてないのかなと思います。はい。中国というかアジア系の人たちに対する蔑視はずっと日本社会に通底してます。そうですね。だから結局やっぱりそのアジア系の人たちに対する蔑視感情ですよね。それを支えているのは。はい。ね、虐殺終わってないですからね。母親も昔中国人にネガティブな印象を持ってたけど、餃子の作り方を教えてもらったりして仲良くなった時から変わりました。知らないからイメージが先行するんでしょうという。そうですね。やっぱり実態を知らないんだと思いますね。はい。だからね、やっぱり政府がもちろん反中国へのアクセルを踏んで、それに乗ってしまってる人も多いんでしょうけどね。中国人はうるさいみたいなこと言う人がいますが、全然わからないです。都会はいつもうるさいので何人という問題ではありませんって。いや、全くそうですね。日本人もうるさいですからね。だからね、福沢諭吉の時代からそういう思い上がりってあんまり変わってないんでしょうけどね。はい。そうだからね、ほんと住宅地に白リン弾とかありえないでしょう。で、ヒズボラを掃討するための作戦だとイスラエルはね、レバノンに関しては言い張ってるわけですけれども、だったら何やってもいいのかっていう感じですよね。高齢の戦中派、親族の全てではないが、いまだに中海や東南アジアの諸国の人たちを見下すような発言があり、ものすごく嫌な気持ちになると。そうですね。結局そのこの明治の時代のね、白人のね、西洋が優れていて、アジアはね、列島であるから我々が支配するみたいな価値観から抜け出せてないのかなというふうに思いますよね。はい。ただ、イスラエルの思想は、日本の、大日本帝国と似てるんですけれども、それともちょっとまた違っているところもあって、別にそのパレスチナ人だからとか、レバノン人だから、そのアラブ系だから見下してるとかって、そういうわけでもないんですよ。ザ・ニューヨーカー、これ有用なので、興味ある人はぜひ読んでいただきたいんですけど、私これ23年の11月に読んで、結構衝撃を受けてですね、それ以来ずっと、なんかことあるごとにこすっているんですけれども、ユダヤ人のですね、入植者グループのリーダーである、この、ダニエラ・ワイスっていう人がいるんですけど、極右過激派で有名な人です。はい。で、この人は、パレスチナのね、違法な入植地っていうのを拡大する活動のリーダーをずっとやってきた、現地ではね、ものすごい、活動家として有名な人なんですけれども、傍から見ると過激派の指導者ですよね。はい。で、彼女の有名なセリフとして結構有名なところがですね、そもそも聖書の約束の地であるから、我々がね、全てを支配する権利があるんだみたいな、それはね、シオニストらしい発言だと思うんですけれども、ね、ニューヨーカーでのインタビューとかで言ってるのはですね、敵の子供に対してね、私は同情しませんみたいなことを言ってるんですね。敵の子供は、敵の子供なのだから、自分たちの子供の方が大事でしょうって、自分たちの子供の権利を優先するのが親というものでしょうって、それは人間の根源的な性質だから、変えようがないでしょうみたいなことをね、この人ずっと言ってるんですけれども、だから、自民族至上主義ですよね、そこまでいくと。はい。だから別に、他の、なんていうんですかね、アラブの人たちとか、特にパレスチナ人とかレバノン人の人たちをすごく憎んでるとか、イラン人、ペルシャ系のね、イラン人の人たちを見下してるとかっていう特定の民族や国だから嫌だとか、そういう問題でもなくて、自分たちの民族が至高だと思ってるんですよ。だから自分たちの民族が至高だから、自分たち以外の人間に関しては、優先されるべきではないっていう思想を持っていて、それがね、過激なね、入植っていう行動に出てるわけなんですけれども、やっぱり植民地主義者の人っていうのね、そういうなんか自覚があるかないかは別にしても、自民族至上主義者の人って多いのかなと思います。はい。で、日本もね、なんか今日本すごいみたいな人たちがね、徐々に増えていると思いますので、やっぱりそうなっていくとね、大日本帝国の時代に近づいていくと思いますし、自民族至上主義っていうのは本当に危険な思想だと思うので、はい。やめた方がいいなと思いますね。そうね。そう、発行一中というならね、もっと
同胞に対して敬意持つべきじゃないかって思うけど、当時の日本の人たちは、まあ今でも結構そういう人いるけど、天皇は神の子であり、我々も神の子であるから、大和民族至上主義者だったわけですよね。大和民族が至上の存在だから、他のね、民族に対して優先されるのだっていうような思想を持っていたわけですけど、イスラエルはやっぱりそれに近い思想に陥ってるんじゃないかと思います。で、まあ先ほどのね、アンケートの映像でも見ましたけれども、ユダヤ系の人たちはね、圧倒的に支持してるのに、なぜかアラブ系の人たちになると、イスラエル人の人たちですよ。アラブ系イスラエル人の人たちは、この戦争を支持してないみたいなね、結果が出てたと思うんですけど、なんでそんな民族ごとに差があるのっていう話じゃないですか。でもまあ、その答えはね、これですよね。自民族至上主義ですよね。ガザにいい土地があったら取っていくみたいなことも言ってましたね、ダニエル・ワイスはね。そう、日本人ファーストってやっぱそういう思想に聞こえますからね。まあ、なんか参政党の人はそのつもりはないとかなんとか言ってますけど、自民族至上主義だと私は思います。すべての子供は神の子じゃないのかというですね。いや、ほんとね、だから、そもそも人種間の平等っていうのをね、まあもちろんユダヤの人たちは差別されてきた歴史がありますから、それはそうなんだけれども、だからといってね、差別を内面化しちゃいけないですよね。すべての人たちは平等であるべきなので、はい。だから自民族至上主義でね、自分たちの民族だけが良ければいいのだっていう思想は、私は間違ってると思います。そうですね。エスノセントリズムですね。ありがとうございます。ちゃんと言葉がある。地球の蜜に感動する地球すごい系宇宙人。小一 TV さんがやってましたね。あれはすごい笑いましたね。おもろい。でも、大物 YouTuber の人がね、日本人ファーストみたいなのを批判してくれるようになったのは少しは良くなってきたのかなと思いますけどね。そうですね。やっぱ民族主義ってね、民族至上主義につながり、当然発展的につながりやすいのでね、ほんと注意しなきゃいけないと思います。民族自決権は当然重要ですけれども、ハマスも極右ですからね。はい。彼らの思想って。我らは全世界の国民が恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認すると。だから大日本帝国じゃない、大日本帝国にないことで、日本国憲法が優れていることっていうのは、全民族の平等を説いたことですよね。はい。そう、自民族中心主義はね、ファシズムの思想なんで、ファシストはやめてください。はい。お願いします。でですね、まあそれを裏付けることでもないんですけれども、悲惨な事件がやったのでちょっと一つ取り上げて終わりにしたいんですが、レバノン政府がヒズボラの武装活動を禁止したことを受けて、レバノン南部の、穏健派のカトリックのピエール・ライ牧師が神父が歓迎し、私たちの誰も武器を持っているのは平和と愛と祈りだけだというふうに、演説されたんですけど、3日前イスラエル軍の砲撃により殺されてしまったそうです。哀悼の意を表します。だからイスラエルはさ、ヒズボラを倒したいんでしょ。ヒズボラを倒したいのにこういう人を爆撃して殺すってどういうことなんですかね。だから自民族中心主義もいい加減にせよって言ってるのはまあそこであって、だからレバノンにいる多様なねクリスチャンの人たちであるとか、白人の人たちも当然住んでるし、いろんな人たちがいるわけじゃないですか。だからみんなを苦しめてるわけですよ。だからイランも当然そうですけれどもね、イラン系のユダヤ人の人たちさっき紹介しましたけれども、だからそんな戦争に正当性なんてないと思いますよね。はい。で、最後、なんか中高新書がですね、変なことを言い出してまして、3月9日にポストしてるんですけど、イスラエル首相などを歴任したメナヘム・ベギンという人が、書いた著作をですね、紹介しているんですけれども、なんでこのタイミングでベギンの著作なんか紹介するんだよっていう。はい。メナヘム・ベギンのノーベル平和賞ほど立ちの悪い冗談でもない。彼はテロリストとしてキング・デイビッド・ホテルの爆破を主導し、デール・ヤシンでのパレスチナ人虐殺も正当化している。平和賞を取った後だが、サブラ・シャティーラの虐殺をした際には首相自身も認めている。これほど平和とかけ離れた人間もいないということで、イスラエルはね、やっぱりずっとそういう国だったし、そういう人間が首相をやってきたっていうことをですね、もう世界にバレたんで、この責任どう取ってくれるんですかっていう段階に入ってると思います。はい。っていうことでですね、イスラエルの話でした。ね、そう、自民族中心主義自体がね、文化相対主義をなんか誤解した思想ですよね。はい。
そうだから旧約聖書自体にはね、確かにその自民族中心主義だったりそう解釈できる部分っていうのはね山ほどあるんですけれども、でもまあ今ねクリスチャンシオニストの人とか問題も出ていますけれども、やっぱりそれはおかしいですよそれはねあまりにも狭い教義の発想ですよね。はい。だから神が特定の民を選んだという意味での先民思想ではいろいろありますけれども、それが即多民族として人間より上だという教えを肯定しているわけではないですし、ユダヤ教ではしばしば人々の責務や契約や使命として再解釈されたり、福音派の人と言われる人たちでは、何かね教徒会全体が選ばれた富なのか、それともユダヤ人だけが選ばれた富なのかというですね見方でも分かれるので、はい。だからねそれもそれで教会じゃね聖書を狭く解釈してる言い方に過ぎないと思うので、はい。まあダニエラ・ワイスは絶対認めないと思いますけれども、はいですね。オスロ合意の時の首相でオスロ合意の議論、そうですね、オスロ合意の時はねメナヘム・ベギンでしたからね中高新書のユダヤ人の歴史は良かったんですけれども、でもこのタイミングでこれを紹介するのちょっと悪意を感じちゃいますよね。中高さん何考えてんのかな。そうですね。ユダヤ教の問題じゃないですよ。そう。ね、だからイスラエルに関しても真っ二つに割れてるわけですよね。どちらかというと、だから反イスラエルの人の方がもう、諸外国では多くなりつつあるでしょ。さすがに今のネタニヤフやってることやべえわみたいな感じになってきているわけですけれども、まあただねやっぱりイスラエル国内ではね圧倒的に当然ですけれども政権支持が多いわけなんで、まあ、それをね諸外国の批判でどのように乗り越えていくかっていうところかなと思います。はい。ということでですね、すいません、なんかすごい時間経っちゃいましたけど、アメリカ、イスラエルだけでもう大半終わっちゃいましたけど、ちょっと、巻きで、日本の話いきます。ちょっとお水飲ませてください。いいか。すいません、休憩する時間がもったいないので、動画を、皆さんに見せていただきながら、日本の、高市政権の話をしていきたいと思います。は国内のニュースです。国内で初めてとなる長射程ミサイルの配備に向けて熊本市の自衛隊駐屯地に発射装置が運び込まれました。防衛省はこれまで住民への説明会を行っておらず反発の声も上がっています。敵の基地などを直接攻撃もできる長射程ミサイル。政府は相手が攻撃に着手したと認定すれば被害を受ける前でも発射できるとしていて、専守防衛を掲げてきた日本の転換点になるとされています。地元からは住民への説明会の開催を求める声が上がっていますが、今に至るまで開かれていません。なぜ熊本でなぜ今のタイミングなのかっていうのは理由があったとしても、まず置かれる前に説明はあるべきだと思います。今日の搬入についても事前の連絡はなかったといいます。県に何の知らせもなくですね、報道、今回もですけれど、今回もまた報道を通じて、こういうことを知ったことは大変残念でございます。駐屯地のある場所がまさに地元の官房長官は、防衛省において熊本県熊本市とも連携を取りながら引き続き丁寧なご説明と適切な情報提供に努めていくものと承知しております。はい、ということで皆様ご存知のこととは思いますけれども、以前もですね私が面言で取り上げた、熊本への長射程ミサイルへの配備問題について、なんと住民説明会を一切しないどころか熊本県にも一切の事前連絡なしに強行搬入が行われました。いやー、さすがにここまでやると思わなかったな。ちょっとビビりましたね。すごいですよね。ファシズム政権かよって思いました。はい。こちらの地図を見ていただければわかるようにですね、
県軍駐屯地って熊本の市街のど真ん中にあるんですよ。だからここに長距離射程ミサイルを置いていいのかっていうところがまず議論されていたわけなんですよ。国防は大事ですよ。それ国防は大事だけども、だってさっきさ、小学校が爆破された話したじゃないですか。イランがね、わざとやってたかどうかは知りません。知りませんけれども、そもそも軍事基地の近くに商業施設とか小学校とかを置くのは危険なんですよ。なのに、ここにある県軍駐屯地にですね、いくら以前からね、200メートルぐらいの射程のミサイルはね、配備されていたっていう実績があったからという理由なんですけれども、だからといって、他国を攻撃できる長射程ミサイルを配備していいのかっていう話じゃないですか。ちょっと議論なしでいきなり強行するとはさすがに思わなかったんで、ちょっと信じられない気持ちですね。はい。爆撃されたイランの小学校が革命防衛隊の施設の隣にあるのが悪いという旨のクソポストが流れてきましたが、そのロジックでいくと住宅街のど真ん中にある軍事施設にミサイルを配備するのはそんなところに家が悪いというロジックになるんですか？地域住民への宣武工作で地元の人と結婚させたりしているのも、という話もありますと。熊本からツイキャスで生配信してくださっています。長距離射程ミサイル配備は人事ではありません。海上自衛隊横須賀基地のイージス艦にも敵基地攻撃能力としてのトマホークが、今回ですね、イラン攻撃で使用されてしまったわけですけれど、イラン攻撃でですね、横須賀基地の一部の装備が使用されてしまったと言われているわけですけれども、間もなくトマホークが搭載されます。南西諸島だけではなく、熊本や佐世保や横須賀など全国がミサイル拠点になっていくのではないでしょうかと。いう話ですね。ほんと丁寧な説明ってなんだよっていう話ですね。アップランドディプレッション参考からです。これ沖縄の人が沖縄をいつも無断で兵器を持ち込められるのがデコと言っていて辛かったですね。そうですね。ですね。ちょっと待ってくださいね。それね、確か、ちゃんとあれした、これだ。すいません。先に取り上げておきますが、申し訳ありませんが、沖縄では20年も前からこういう状態ですよ。遺憾だと繰り返し、それが通用しなくなったら無視するやり方が続けられています。ただ、沖縄ではそういう人たちが声を上げてますけど、何人が自分ごとで考えてますか？それはニーベラーの歌そのままじゃないでしょうかと。このマキさんっていう方はね、こういうミサイルに反対ですっていうふうにやれてるだけで、悪意はなかったと思うんですけれども、20年以上前からね、沖縄ではそういうことが繰り返されてるわけですよね。はい。そう。だから本当住民への説明を行っておらずとかね、ベタに報道するのもどうかと思うんですけど、住民への説明も行わないのかよっていう。で、これでデモ活動してる人嘲笑してんのもおかしいっすよね。なんで長距離ミサイルをこそっと配備するんだよっていう。はい。これトランプみたいに攻撃される気がしたと言って攻撃できる可能性がありますよね。こんなの専守防衛ではなく先制攻撃でしかないし、トラニアフを支持しておいてこんなことすると熊本も狙われてしまうのではないでしょうか。説明しないってことは住人に説明しないようなやばいことなんですか丁寧な説明しましたか？知り合いが小牧基地に長距離射程ミサイルの配備やめろと申し入れるの言ってましたと。そうですね。自衛隊設備を旧式から新型に置き換えるから、市民や行政に関して具体的な搬入時期を通告する義務はないみたいなことを小泉さんは言ってるみたいですけど、そういう問題じゃないでしょ。だって、完全にだから性質の違う武装ですからね。はい。だから全部法的になってしまいますし、本当沖縄の方がおっしゃる通りですよね。沖縄の人たちはずっとこういうことがやっぱり民意を無視して何も知らないまま、だんだんね、強い装備に置き換えられていくっていうことが繰り返されていて、それをね、本土は無視していたわけですけれども、やっぱ今度は熊本までその範囲が広がってきたっていうことですよね。はい。ですね。だから、攻撃するうんぬんこのかんぬんではなくて、やっぱり説明しないで配備してるのがなしだと思いますよ。で、長射程ミサイルは静岡の駐屯地にも31日配備するそうでして、これもいつの間にか決まってんですけど、説明したのかな？陸上自衛隊富士駐屯地に当初防衛用高速滑空弾を31日に配備するというふうに、明らかにしております。これも共産党さんとかが散々批判してた物ですね。はい。
で、まあ、軍事オタクで有名な JSF 先生がなんか久々に見たんですが、もともとこの駐屯地にはミサイルは配備済みではないか、新しい改良型のミサイルに話を入れ替えるという話を理解していない反応が多すぎるのではないかというご批判をしているんですけれども、改良型と称していますが、射程を 200km から 1000km に伸ばすことで近隣への先制攻撃が可能となっているんです。専守防衛の枠組みから逸脱する全く異質のミサイルです。だから多くの人たちが反対しています。そんな基本的なことをスルーして入れ替えるという話を理解していないと人々を侮辱するのはやめるべきですということで、いつもお世話になってる杉原浩二先生ですけど、全くおっしゃる通りだと思いますね。いや、だからこれが200キロミサイルだったら誰もこんなこと言わないんだって話を分かってないのはどちらですかという感じですけども、まあ多分 JSF さんはこの話に、多分興味なかったんだろうなと思いますね。はい。ですね。そうですね。ここが攻撃されたらね、日本も攻撃国もそれぞれに責任があるという話になってしまい、だから民間人のその犠牲に関しては当然ね、敵国の攻撃が、100% 悪いですよ。だけども、それに関してね、十分な説明とかね、十分な防御配備とかがあったのかっていうのは別の問題ですよね。そう、ミサイル列島というやつですね。はい。攻撃された時、その場にいた時は、どっちが悪いかなんて話はどうでもいいですね。ということで、またですね、これと関連してですね、杉原さんが批判されている、武器輸出の話もちょっと合わせてしておきたいなと思うんで、ちょっとこのタイミングで動画を挿入します。日本の防衛産業は衰退してます、はっきり言えば。やはりですね、一定の手続きを踏んで、慎重に輸出するということについて私は否定してないんですよ。ただですね、今回2つの大きな決定があるんですね、政府与党。つまり1つは今まで5類型、というのがあって殺傷兵器の輸出がですね制限されてました。5つのパターンのどれかに当てはまらないとダメですよと。その5類型を撤廃して殺傷兵器を輸出できるようになったんですね。でもう1つはこれはもっと大きいことですが、現に戦闘が行われている地域にもですね、相当の理由があれば殺傷兵器を輸出できると。これ戦後の大転換なんですね。この2つが含まれているので、私としてはですね、アメリカ並みに武器の輸出についてはチェック体制を取ってくれと言ってるに過ぎないんです。でアメリカはここに英語の資料がありますけれども、全部読むとですね、基本的には日本円で40億円日本円で40億円以上の武器については事前にアメリカの上院と下院に事前に政府は通知する。で通知をしてその上院か下院かでですね、それはダメですという議決が出れば輸出できないと、こういう仕組みなんですね。ですからせめて日本もそういうような事前に通知をしてそういう手続きを取れるような仕組みを取ってくれと。はい。ということで、中道の長妻さんですが、長妻さんはね、だから、その武器輸出自体に反対している人ではありません。はい、最初に自分で言ってましたけど、そこは私とね、意見を意にするところなんですけれども、でも、国会でのチェック機能ぐらいないのまずくないっていう、話で、それは全くおっしゃる通りだと思いますよ。だって、今までね、5類型に関しても相当な監視が必要だみたいなことを言ってたじゃないですか。でも今回5類型を撤廃するって言ってんのに、国会監視なしで、大臣クラスだけがね、こうやって決定すれば OK だっていう風になっちゃう見込みなんですよ。それはないっしょっていう、ツッコミですよね。はい。だから今回のね、住民説明のね、ケースもそうですけれども、実際どれぐらいの危険性があるのか、住民とはリスクを納得してですね、そういう防衛に必要だからということでね、納得してくれてるのかっていうことを無視して、やっぱ民主主義的なプロセスをね、踏まずにですね、軍事防衛みたいなところをね、選出してるっていうのが大問題じゃないかなというふうに思いますね。はい。ということでですね、軍事周辺の周辺に住む、民間人のリスクも含めて戦争動員などだと思う。沖縄は典型的にそう。そうですね。その視点は鋭い。さすが。ありがとうございます。フォローありがとうございます。そう。だから軍事施設のね、周囲に住むっていうことは、戦時動員的な効果があるわけですよね。お前たちも納得して参加してるだろうというね、そういう効果があるわけですけど、今回の場合はもう同意なしでそうやってね、参加させようとしてんだから、だからイランとやり方一緒やんっていう話ですよね。はい。そう。だからミサイル配備とかはね、やっぱり標的になりやすいというね、大きな重大なリスクがあるので、納得してもらえないんだったら別のとこに置くしかないわけですよね。はい。
攻撃されてもされなくても命中に騙し討ちみたいにミサイルを配備、しているうちに時点で自国政府から人命軽視されているわけで、こんなの起こって当然です。いや、その通りですね。だから、よく、だからイスラエルがね、イランに対して言う人間の盾というやつじゃないですかって。わざと軍事施設の近くに学校を作ったりするのはね、全体主義国家がよくやることではあるわけですよね。だからといって殺していいわけではないですけど、もちろん。日本が海外を模倣するときのテンプレは国民の監視を避けることですと。確かにアメリカ並みの武器輸出のチェック機構、議会の承認手続きはあっていいと思いますよね。少なくとも平時なら議会に話ぐらいちゃんと通せるだろうと。いや、その通りですね。はい。だからね、長妻さんは長妻さんっていうか、別に中道の人たちはね、基本的に軍備に対しては賛成派だから、そこはね、私とも意見が違うところで、彼ら左派じゃないので、かなり右寄りの意見を言ってると思うんですけど、なんでこれで納得してくれないのかなっていう話ですよね。だから日本から輸出された武器でね、そういう風にね、ああいう非道な作戦が行われるかもしれないわけですから、やっぱりそこは国会を通すべきですよね。国会を通すべきだし、説明すべきだろう。小泉進次郎防衛大臣何やってるんですかという、声がたくさん今出てきているんですけど、私が乗るブルーインパルスの機体の向こうに見える福島第一原発では今も多くの作業員関係者が懸命の廃炉作業に従事しています。感謝と敬意のスモークを届いたなら嬉しいですと。なんかね、ここに載せないけど、トム・クルーズみたいなね、トップガンみたいな格好をしてブルーインパルスに乗ってたそうです。もう帰ってくんなよ、こいつ。本当にマジふざけやがってよ。いやー、終わってますね。何やってんですかね、小泉さんは。誰も求めてないでしょ、そのムーブ。しかも今日、311じゃないし、なんで今ブルーインパルスに乗って福島に行く必要があったのっていう。あなたやらなきゃいけないこと山ほどあるでしょっていう感じなんですけど、小泉さんのコメントとしては明かせないことがあると、小泉防衛省は10日の記者会見で長射程ミサイル発射機などの陸上自衛隊県軍駐屯地への搬入をめぐり、地元自治体に事前の説明が全くなかったことについて国防に関することは対外的に明かせないことがある。いや、だからこれ全世界でもうニュースに報道されててバレてんだから、そんな言い訳通用しないでしょ。ついでに沖縄を侮辱するような発言もしていて、返還努力した方々に失礼ではありませんかみたいなことを言っています。これも本当言わなきゃいいのにっていう話なんですけど、米軍普天間飛行場の危険性が放置され、結果的に沖縄県民の負担を犠牲に米軍に貢献していると指摘され、これまで返還や基地負担軽減に向けて必死の懸命の努力を重ねてきた人々に対し失礼なのではないかみたいなことを、共産党の田村智子さんに対して答弁したんですけど、共産党さんに何が何でも反論したかったんでしょうけど、これは本当失言ですよね。だから、辺野古の計画が破綻しているし、沖縄の人たちの民意を無視して強行してるわけですよね。だから計画の妥当性はどうなんだっていうところを、言っているのに、謎にですね、基地負担の軽減に向けて努力をしてきた、アメリカとか日本の人たちに失礼じゃねえかみたいなですね、熱湯力みたいなことを言い出したんですよね。ダメだろう、もう、この人。言わんでええことも言っちゃってるしっていう、いう感じでですね、私はもうブルーインパルスに乗って帰ってこないでほしいなと思いました。はい。っていうことですね。三菱重工もせっせと乗算してるみたいですね。いやー、彼らは嬉しいんだろうけど、誰も喜んでないんだけど、基本的に。いや、小泉さん、ほんと調子乗りすぎですね。本当に生きりすぎだと思います。こんな調子乗りキャラだっけっていう感じで、傲慢キャラクターが板についてきちゃってますよね。いや、非常に良くないと思いますよ。コロナ禍中の医療従事者向けブルーインパルス。いや、本当に思い出しますよね。本当に。これを求めている層に導き化してスケープゴートとしての役割を果たしているんでしょうね。そうなんでしょうね。私みたいな人たちの左翼に怒られる役をやってるのかもしれないですけど、いやでもまともな対応してくださいよ。防衛大臣でしょ、あなた。いやでもブルーインパルスを素直に喜ぶ人どうなんでしょうね。普通に医療従事者の人たちとか怒ってましたからね、あの時。私の周り怒ってる人しかいないから誰も歓迎してないんですけれども。いやほんと国会前に来て一言でもコメントしてくださいよっていう。
これもスパイ活動に結びついてましたけど、意味がわかりませんみたいな。なんかあれですか、報道したらスパイだっていう、そんなイスラエルみたいなこと言い出したんですか。いや、それさ、全世界に報道されるんだから、バレて当たり前だろ。で、街中に長射程ミサイルなんて配備されるのだって一発でバレるでしょっていう話ですよね。失礼なのは沖縄に対する本州の態度です。意味がわからん。たまたまの質問に答えないし、日本政府はこんなのばっかりですね。はい。ブロースインパルスは飛行機飛んで嬉しいねってバカにされてるのかなって。いや、だからほんとバカにしてますよね。なんかこれでごまかされると思ってんのかなってみたいな。だからみんな私の周り怒ってる人しかいないから、誰も歓迎してないから、誰が歓迎してるんだろうって。いや、飛行機マニアの人はそれ嬉しいかもしれないけどさ。頑張ってます。こっちだって部外者は口出しするな、みたいな。まあ、そんな感じですよね。はい。でも、お前だよ、沖縄の人たちを侮辱してんのはよ、っていう。はい。でも、テレビインタビューには換気する役の人が出てくるのか。いや、全部がやらせとは言わないけどさ。まあ、ほんとね、こんなポンコツ日本政府なんですけれども、私が非常に心配しているのは、まあ、19日にですね、高市さんがトランプに会いに行くことですので、ちょっとその動画を流したいと思います。さて、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃ですが、今後日本は難しい対応を迫られる可能性があります。朝日新聞が6日にこのような記事を掲載しました。見出しはこちら。イラン情勢、自衛隊派遣に難しい判断、アメリカの支援要請に備え、政府検討というものですね。でその内容ですが、トランプ大統領がアメリカ海軍をホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛に当たらせる考えを示す中、日本はアメリカから支援要請があった場合に備えて水面下で日本としての対応を慎重に検討しているというものなんですね。でアメリカから支援要請があった場合、政府内では自衛隊の哨戒機や給油機の派遣が選択肢になるとの見方が浮上しているということなんです。そして外務省の幹部です。日本はアメリカにフリーライドただ乗りではいけないということで、この自衛隊派遣の必要性を指摘しているというものなんですけれども、さあ小谷さん、そのアメリカ、はい、まあちょっとねびっくりしたので取り上げたいんですけど、まあこれね全体的に小谷哲夫先生とか出ててまともな報道なので、まあ興味ある人は全編見てください。ちょっと長いですが、今のイラン情勢とかいろいろ ANN なりに解説してくれてます。でですね、米国から支援要請があった場合に備え、政府内では自衛隊哨戒機や救輸機の派遣が選択肢になると、すでにコメントが出ていて、外務省は日本は米国にフリーライドしてはいけないと言ってしまってると。いやー、これ自衛隊派遣しますね。外れてくれるんだったら外れてほしいです。烏丸百区がバカを言ったっていう風に皆さん笑ってほしいんですけど、19日にアメリカにだから日本のね、高市さんが行って、お約束しちゃうんじゃないですかね。自衛隊を派遣しますと。で、軍隊として出したら、もちろん憲法違反に露骨な憲法違反になるわけだし、集団的自衛権はね、今回発動できないと思うので、給油機などをですね、どうか出して、日本もね、アメリカと共にあるぞというような形にしちゃうんじゃないかなと思いますね。いやー、完全にイラク戦争コースですね。確かに一緒に軍隊としてね、集団的自衛権発揮してドンパチやられるよりマシかもしれないですけれども、そもそも、だからトランプに協力する前提で話を進めないでくださいよ。外務省の人たちは何考えてんすか？トランプですよ、トランプ。何と協力しようとしてるか分かってます？だから今まで1時間2時間以上かけて説明してきましたけれども、人類の敵と化しつつある人たちなんですよ。だからこういうね人たちなんだから協力しちゃダメでしょ。ね、ここは勇気を持って、いやちょっと今回はご協力いたしかねますっていう、なんとかして言い訳を考えなきゃいけないっていう、だから、9条だけで足りないんだったら、何かしらのなんかね、ああでもない、こうでもない、こうでもないみたいな知恵を絞ってですね、外務省的には、協力を回避する方法を考えてほしいなと思っているところなんですけど。
まあ、実際 ANN の報道が先走ってるのかもしれないし、今揉めてる最中なのかもしれないので、まあ、希望を捨てたくはないんですけど、困ったなという感じですね。はい。鈴成さん、コンカラスです。まあ、悪い予感しかしないですね。いや、本当何を約束されるかわかんないですからね。最悪の場合、これ以上なんかね、もっとだから護衛のためにね、障害期以上のものを派遣しろって言われる可能性もありますよね。コロナで外出自粛の時期にも働いていた医療従事者ですが、ブルーインパルスは見たことがありません。はい。いや、ほんとずるずると派兵を求められるんじゃないかって怖いですよね。で、米軍が護衛したら、だから余計に、だからほんと自衛隊の人たちが狙われますよ、これ最悪。だからイランの革命防衛軍は容赦しないですから、革命防衛隊はね、そんな容赦が効く相手じゃないですから、いちいち日本機か、ね、アメリカ機かなんて区別しないと思いますけどね。はい。いや、本当にね、だからね、まあ、確かに、その英仏のように、まあ、東地中海に重要化を派遣するぐらいのレベルでとどまるんだったらあれだけども、ホルムズ海峡が前提にしてるわけでしょ、トランプさんは。これはだから超危険な任務ですよね。真っ先にね、革命防衛隊の的にされる、立ち位置なので、はい。だからそのレベルで済まないんじゃないかと思いますよね。いや、外れてほしいですね。断るっていう選択肢ないのかよって。本当にイラク戦争を思い出す展開になってきましたよね。予断の発言は控えるか我が国の国益を優先するっていうですね。いや、アメリカと共にあるな。ここら辺をうまく交わすのが外交でしょと。何でも反対する左翼の整理してても回避してほしい。いや、本当にね、野党の整理していいですよ。こればっかりはもう。だから、我々はね、だから、別に、的にされてもいいからね、なんとかしてくれっていうふうに思いますけどね。いや、でもこのタイミングで高市さんだからな、最悪っていう感じですよね。いや、ただ乗りてはいけないとか、ほんとね、射程根性悪出しでね、属国根性も悪出しで情けないですよね。なんか官僚の人たちもやっぱこんな感じになっちゃってんだなーって思いますよね。はい。そうですね。まあ日本はね、やっぱりヨーロッパ諸国に比べるとね、立場が弱いから、何でもこうやって、まあアメリカに治ってもらってる立場だろう、お前らは、みたいなことを言われると弱いわけですけれども、ただな、ギリギリやっぱり湾岸ぐらいまではね、こういう直接的なね、協力は避けてきたのに、やっぱりイラク戦争でやってしまったことがね、返すも小泉が悪いと思うんですけど、小泉親子が悪いのか。はい。いやー、そう、自衛隊の人の命が失われたらね、高市さんのせいですよね、こうなってくると。はい。だから日本人にね、もうスネ夫ポジションがもう染みついちゃってるわけですけれどもね。だから最悪ほんととんでもないことになりますよ。イランの革命防衛隊が攻撃されたらどうするのかっていうことね、考えずに派遣しちゃうのかっていう話だし、イラクのね、イラクの時も、だから安全地帯じゃないのに安全地帯だって言い張ったりとか、いろいろ、自衛隊じゃねえ、自民党の人たちはめっちゃ言われましたけれども、その時とは次元が違う困難な任務になると思いますよね。裏金利益をアメリカから受けてるのはフリーライドに見えるのではっていうなんか外務省はなんかお金もらってないかって言いたくなりますよね。そこまでいくと陰謀論だけど。デープステートですよね。高市首相は19日にトランプと会うそうですが、トランプに自衛隊を出すことを検討することはないということでよろしいかという国会質問に対して、その内容について予断を持ってお答えすることはいたしませんと答弁を拒否しました。自衛隊派遣やミサイル提供、資金提供なども高市氏は国益と抗弁するのでしょうかということでですね。まあ、可能性は高いですよね。だから外務省筋でもう話が固まってしまっているのであれば、まあ、もう高市さん本人の問題でもないですよね。自民党全体でそうやって決めちゃったっていうことになりかねないので、で、まあ、そんな状況であるのにもかかわらず、高市さんが何を言ってるかというと、まあ、イラン攻撃から9日ですね、ガソリン補助がなくなりました。電気ガス補助が3月に終了するそうです。直ちに電気ガス料金は上がらない、支援延長を判断する段階にはない、先週前半から検討に入っている、9日経って検討に入ったというですね、具体的な対策が何もないということも指摘されてます。
いやー、本当に勘弁してほしいですね。この状況で、だから自衛隊が引きずり込まれるのってだったら、結局だってホルムズ海峡を通してもらう見込みがなくなるじゃないですか。やばいですよ、本当に。本当に、まあ、存立危機事態じゃないですけれども、国家存亡の危機になりかねない事態だと思います。最悪の場合ですけどね。だって、イランの革命防衛隊は、イスラエルがすごくああやってね、まあ、アメリカというよりイスラエルだと思いますけど、イスラエルがああやってすごく攻撃する限りは、ホルムズ海峡の封鎖は解かないぞって、交渉もしないぞっていうふうに言い放っているわけですよ。その中で、まあ、航行を許してもらえるとしたら、イラン側に何かしらの譲歩をする国に関しては、まあ、中国とかね、通してやらんこともないみたいなことを今言い始めてるわけですから、まあ、おそらくね、そういった国々に関しては、普通にエネルギー供給がね、再開されることになるんじゃないかと思いますけど、日本はって日本はどうなるんでしょうかっていう話ですよね。はい。ということで、ちょっと頑張ってる質疑があったので、ちょっとあんまり積極的になんか中道支持者みたいになってますけど、小川淳也さんの、質疑を取り上げたいと思います。予算委員長、ちょっとこの間の進行は、まず今日も私ども要求閣僚は4名ですからね、13名の閣僚が商務を置いといて、国会審議大事ですよ。しかし、商務が大事な方はそれを優先してくださいと申し上げて、13名があえて出席をしていただいています。それから、この間の省庁別審査、一般質疑、地方公聴会、日曜日です。そして分科会の割愛、こうした強行運営も目に余るんですよ、委員長。これは無関係ではないと、最終責任は自民党総裁にあります。という前提で向き合っていただきたい。ちなみに昨年の予算の審議時間90、今年このままだと50です。与党の思惑通りだとすると。総理の出席が昨年50、今年は20時間台、半分以下になる恐れもある。集中審議が圧倒的に不足をしていることを含め、それから財務大臣にも一言申し上げます。なぜ自ら不在の予算審議を許すんですか。あなたが作った予算でしょ、これ。私がいないところで予算審議をすることは許さないと財務大臣の矜持において言わなきゃいけないんじゃないですか。それこれ含めて秩序が崩れつつあるんですよ。国際社会も国会も同じだ。力が全てですか。必要なのは原則でしょう、ルールでしょう。改めてそのことをよく自覚をして今後の国会運営に当たっていただきたいと思います。はい。まあ、積極的に支持してないんですけど、まあ、小川さんはこういうのは本当いいですね。まさにそこですよ。秩序は破壊されてるんですよ。だから原則を無視してるし、結局どんどん日本がね、戦時中だからっていうことで戦時体制に引きずり込まれていってますよね。で、公正に出る口実を作りやすい状況に自ら突っ込んでいってるように思いますよね。はい。で、その状況で予算委員長がね、財務大臣がまあ出てこないとかね、予算委員長がグルだとかね、なんかまともに審議する気もないとかね。だから多数派だからといって何してもいいっていう問題じゃないし、さっきの熊本の件もそうですけれども、ちゃんと説明を求められていることに関してはきちんと説明しなきゃいけないじゃないですか。だから大多数派だからこそ責任があるわけですよね。はい。ですね。ちなみにカタログギフトの話なんですけど、あれはね、マスコミの切り取りも悪いと思いますよ。小川さんね、1分ぐらいしか話してないんですよ。でも1分ぐらいしか話してないのに結構ね、マスメディアだとあっちの、だから野党のイメージの問題なのかもしれないですけど、その話ばっかり取り上げるもんだから、まあ結局その話ばっかりしてるように見えるっていうですね。だからマスコミも本当ね、ちゃんとしてほしいですよね。今どういう事態だか分かってんのかっていうですね。もちろん ANN みたいなまともな番組もあるのでね、すべてが今回アメリカ寄りのね、ひどい報道をしてるとは言いませんけども、ちゃんとね、その政権を批判してトータルにちゃんと報道してる放送局ってまあ限られてると思いますよね。なんだかんだでテレ朝と TBS しかなくないですかって思いますけどね。はい。そう。だから財務大臣、野球見てたりで、カタログギフトに50秒言及してるのに、なんかで、50秒、なんかで延々とカタログギフトの話してないように、さも報道したりとかですね。ほんとマスコミも悪いと思いますよ。はい。あと会議中に遅刻したりとかはいろいろありましたよね。私はいちいち取り上げないけどさ、っていう。もう、という話ですよね。この国難の時にね。
で、辰巳幸太郎議員が質問しました。7割の方が受診抑制が起こると、6割の方が薬や治療法を変更する、7割の方が食費を削り、貯蓄を切り崩す、4割の方が子供の進路変更をすると回答しています。これどうなるんですかと。言ったところ、やはり制度を持続的に維持していくためには普段の努力というものが必要だと思っておりますので、それはぜひご理解をいただけるように丁寧に説明をしていきたいと思いますと。丁寧に説明されてないよね。非常に冷たい答弁だと思いますという、辰巳さんの指摘も正しいと思うんですけど、ペットボトル1本分の社会保障料軽減のために高額療養費の負担を増やすのかというですね、いう話がずーっとツイッターで言われてて、珍しくアベマタイムズが取り上げてくれてるんですけど、全くおっしゃる通りだと思います。高額療養費の見直し反対です。なんでこんなこと今のタイミングでするのかっていう話じゃないですか。だからイランの話でね、それどころじゃねえって言ってんのに、さっきみたいに1億歩譲ってその軍事に関してはバッタなしだっていう議論はあると見方はあると思いますよ。世界情勢がこんなになってるからね、いろいろ対策せなきゃあかんのだというですね、意見はあると思いますけれども、もうこれはもう関係ないじゃないですか。なんで高額療養費の見直しをこのタイミングでやるんだよという。OTC 類似薬の保険給付の見直しについても署名概要欄にあるのでよかったらチェックしてください。だからそんなことしなくていいっていうふうにみんな言ってるのにもかかわらずね別にね与党側がすごい支持されてる政策というわけでもないにもかかわらず、なんで優先順位がそっちなのっていう話ですよね。はい。会議に遅刻したりね、ほんとね、カタログギフトも遅刻も本当はね、どうでもよくない話なんですよ。だからね、本当だったらマスコミが一生懸命追求しなきゃいけない話なのに、野党ぐらいしか言わないからこういう感じになってるわけですよね。だから本当マスコミの不手際というか、サボりだと思いますよ。だからね、なんか野党がわざわざ追及する時間がもったいないとかでいう人もね、増えてますけどね、本当権威主義化が進んでると思いますね。与党を批判するのは良くないみたいなのはね、それは民主主義じゃないので、ちなみにね、この、I24 のね、素晴らしいイスラエルの番組だとね、野党側がね、ネタニヤフを批判するのは良くないみたいな主張がベタに出てきます。はい。こういう放送局はそうなんだろうなと思いますけどね。はい。ということでですね。議会運営のね、主導権を握られてるのはね、それは共産党4議席しかないわけですから、それはどうしようもないわけですけど、この数少ない、質問時間を、割いてくれてるわけですよね。ペットボトル1本ぐらいなら払うからね、高額療養費を戻してくれっていう話ですよ。苦しんでいる人をさらに苦しめる正規の悪性。もう首相のオフの話とか聞きたくないけど、なんでなのか。本当はそのはずなんですよね。でも石破の時はね、結構だから食べ方が汚いレベルでめっちゃ叩かれてたじゃないですか。あれは何だったんだよって話ですよね。本当マスコミの忖度とかひどいと思いますよ。高市さんに関しては。なんかね、同じ自民党なのに首相変わったらこれですからね。内務大臣が予算委員会にも出ないのに野球見てたらそりゃ呆れるわって。そうでしょうね。結局支持率高いからビビってるんでしょうね。マスコミ側も。これ以上国民をバカにするな。超速審予算審議がいかに異常なものか。ただ野党が反発しているという単純な話ではない。与党が憲政史上最悪の暴走をしており、高市さんは勘違いをしている。選挙で確かに自民党を圧勝した。ただしそれは有権者が白紙委任状を渡したわけではない。国権の最高機関である国会を軽視する。そこでの答弁を忌避する人は政治家もしくは首相にもなるべきではないと。その通りだと思うんですけど、高市さんのですね、答弁回答時間がちょっとすごくて、衆院予算議が、だから今、超圧縮されてるのでね、選挙の都合で、はい。それ自体も問題なんだけど、高市さんの答弁時間が27時間しかないと。で、安倍さんはですね、意外と、私もだから正直イメージ悪かったから、って思ったんですけど、熟議の人だったんですよ。68時間野党とや
やり合ってたんですよ。まあその中でまあ確かに神羅万象なんとか大臣とかいろんなね名言も飛び出しちゃって、まあ安倍叩きとかも結構あったわけですけれども、安倍さんはね野党とやり合いたいタイプの人だったんですよ。で石破さんはまあなんとなく熟議してるイメージはあったけども、野党側の質問時間が長かったから、トータルで言うと安倍よりもだいぶ少なくて55時間で、平均で54時間で、高市さんは27時間安倍さんの後継者じゃないよねこの人っていう、まあ当然の批判だと思いますよね。野党と審議するの嫌がる人は安倍さんの後継者じゃないですよでまあその辻元清美さんが当時のことを証言してるんですけど、安倍さんとは散々議論したね、私とは対立して議論になることやヤジを飛ばされることもあったけど、安倍さんは論戦からは逃げませんでした。特に安保法制審議を対峙した時は何十時間でも総理大臣として受けて立つという気概を感じました。予算委員会の答弁から逃げ回っている今の総理大臣とは全然違いますね。高市総理は安倍さんを尊敬しているらしいですが、この点こそ見習っていただきたい。なんだか安倍さんとは連日議論した日々が懐かしいですねと。いやー、辻元さんが安倍さんを持ち上げるというなんだこの事態はっていうですねまあ散々ね、安倍さんとは不倶戴天の敵のように戦ってきた辻元議員ですけれども、まあでも彼女の質問にはね、割とちゃんと安倍さんって確かに不誠実な答えとか嘘とかは非常に多かった。それは確かですし、それは大問題だったわけですけれども、まあちゃんと答えてはいたわけですよね。全部俺が答えるぐらいの勢いで答えてるんですよ、データを見てると。だからわざわざだからまあ多分野党がね、首相に対して質問ですって言ったらね、大体首相に対してちゃんと答えてたわけですよね、出てきて。はい。だから野党の質問時間が少ない時でも、まあ割とね、答えてたわけですから、やっぱ高市さんとの差はね、明らかじゃないかと思いますまあまさかなんか辻元さんがそんな安倍さんを持ち上げるのを見る日が来る日が見るとはっていう感じですね。はい。ですね。学級会と国会を同一視している人多そうですね。与党は審議をしたくないんですというですね。またくだらない質問で終わっちゃったねという。菅岸田はどんぐらいだったんでしょうね。まあ54時間ぐらいだったんじゃないですか。石破さんなんかね、すごく議論してるイメージあったけど、まあ、でもまあ、なんだろう、首相としては平均的なとこだったわけですよね。逃げて参りますまさかの安倍首相再評価というですね。確かに安倍さんは毎日言い合ってましたね。やろうとすれば審議時間の圧縮もできただろうに。そうですね。だからしなかったわけですよね。高市さんはマジで首相の仕事を分かってるんでしょうか。いや、でも安倍さんに憧れて首相になりたいって言ってたはずなんですけどね。なぜっていう。だからなんか安倍さんがまともに見える日が来ると思ってなかったんですけど。いやでも絶対女性リーダーへのバックラッシュ起きますよ、このままだと。左も右もだからね、女性だからみたいなことを言い出す差別的なことを言い出すやつがね、それは言っちゃいけないと思いますけど、絶対出てくると思うから、ですね。靴に関してはそうですね、小池晃さんと意見が一致してましたね。意見はひどかったけど、まあ、形式的にちゃんと答えてはいる人だったっていうことですよね。はい。で、まあ、ただ、そんなね、高市さんを応援している人もいらっしゃいますので、ちょっと取り上げたいんですが、国民新馬和也氏、イラン攻撃めぐる高市支持を 120% 支持する感情論ではなく、感情論では冷静な議論を逸脱してしまうということで、国民民主党の新馬和也幹事長が6日の記者会見で、米国とイスラエルのイラン攻撃をめぐる高市首相の姿勢について 120% 高市さんの方向性を支持したいと語った。方向性を支持したいって何だって感じですが、首相はイランによる核兵器開発は決して許されないとの立場を堅持し、事態の早期収拾を目指しており、ですね、我が国周辺のパワーバランスが崩れないようにすることが全てである。今こそ日米同盟が重要な局面はないと述べ、米国を東アジアに関与させる必要性を、感じましたというようなことを言ってます。で、ハマスやヒズボラなどイランへサポートするテロ組織に殺された人々はどうなるのでしょうか。それって感情的な議論ではと思いますけど、まあそれはね、もちろん大切なことですけど、全ての武力行使に対し複雑な思いが当然ある。向こうの民が命を落とすことが断腸の思いだと述べました。はい。
まあ、新馬和也さんがなぜこのようなことを言ってるかという話なんですけど、日本イスラエル親善協会公益社団法人という団体がございます。日本イスラエル親善協会、イスラエルは中東海岸の美しい国でございます。ユダヤ民族が2000年にわたる苦難を乗り越え、1948年に建国いたしました。ユダヤ文化の花咲く国、ユダヤ教の根付いた土地であるというともに、キリスト教発祥の地であり、イスラムの聖地であります。ジャイファか。ごめんなさい。読み方間違えた。ジャイファ名誉会長、ギラッド後編、顧問、新馬和也。はい。まあ、イスラエルの代弁者なんですよね、この人。まあ、あんまりね、なんか国民民主党の支持者でさえね、結構知らない人がいるんで、ちょっと驚くんですけど、うさぎ出てくんなって、国民民主党のね、幹事長記者会見っていうのをこの人23年の10月13日、ハマスの攻撃の直後にやったんですよ。で、この時に、ものすごいハマスを批判して、まあ、ハマスの蛮行をテロと断じ、絶対に許せないという声明を出しました。私は正しいメッセージだと思っています。事件発生後に岸田総理が若干私からすると中途半端なメッセージを出されました。すべての当事者に最大限の自制を求めるというメッセージを出されたわけですが、これはハマスが行ったテロであり、長い中東やパレスチナ問題の歴史の中でいろいろあることは論を待ちませんが、これについてはハマスが向こうの市民を数千人単位で虐殺したのです。とんでもないことですと。こういう声明を日本として出しなさいというふうに、言ったわけですけれども、完全にイスラエルの代弁者ですね。だからイスラエルの利益によってイスラエルの代弁をしている人なんで、こういう人は議員やめてほしいなと思います。はい。ずっと思ってるけど。はい。すいません。ちょっと感情的になってしまいましたけど、思い出補正でしょう。安倍ちゃんがまともなわけはありません。辻元さんは多少美化してるところはあると思いますね。いくらの数を持ってても、これは国会として成り立ってないと思います。そうですね。だから、安倍さんみたいにね、誠実でない言葉を言うってのとはまた違う問題なわけですからね、議論自体を避けてるわけですから、それは民主国家としてどうなんだっていう話ですよね。180回以上公規答弁してたのは安倍さんですけどね。はい。何が感情論じゃい、感情論って何が悪いのかというですね。はい。新馬和也さんは昔イスラエルに留学していて、それ以来ですね、ずっとイスラエルのファンだそうでございます。はい。感情を排して石油が入手できなくなる状態が正解ってことって。いや、でも本当この人が幹事長やってる政党の議席が共産党より多いってありえないですよね。本当にムカつくわ、マジで。はい。高市さんは安倍さんとはね、ネットのアピール戦略を変えたっていうことですかね。道の海賊さん、ここからです。だから、下手な答弁をすると怒られるから怒られないように答弁しない路線に変えたっていうことでしょうけど、それは民主主義国家の主張じゃないですよね。うさぎ出てくんな。うさぎは悪くありませんね。国民民主党が悪いんです。はい。爆撃に本当に体が切れてしまった人がいる中で攻撃を支持しながら断腸の思いという言葉を選択するとこが無理っていうですね。はい。国民民主党が賛成すれば参議院でも過半数で可決できます。そうですね。だから参議院ではキャスティングボードを未だに握ってるような状態なわけですよ、この人が。本当に危険ですよね。いや、本当なんでこの政党が、第一野党とか言っているのかっていう、いや、すいません。国民民主党が嫌いすぎて申し訳ないんですが、本当新馬さんやめてほしいですね。そう、日本国内のシオニストですからね、批判が怖くて首相するなって。国民民主党のだから予算合意とかどうなるんでしょうね。このままだとなんか普通に合意しちゃって終わりな気がしますけれども、玉木さんはちょっと、いや、その審議の仕方はどうなんだみたいなことを言ったりもしてるので、ちょっとそこでね、新馬さんと温度差があるのかもしれませんね。どうでもいいですが。ただね、この新馬和也さんがどのようなね、人たちに人気かという話がちょっと面白かったので取り上げたいんですけど、中国でベトナム人が政治煽り動画、高市上げ、玉木新馬上げ、野党草しを作っているみたいということで、もちろん全てがそういうことではないと思います。そこまで言ったら陰謀説だと思いますけど、なんとですね、このゆっくり日本を知るというチャンネルがですね、新馬全部気づいてしまった、高市政権異次元レベルの達成、公明党連立離脱日本人おめでとうみたいな、チャンネルなんですけども、なんと中国の人が作っている、しかもベトナム人であるっていう意味不明な話なんですけども、なんでこれが分かったかというと、
顔出しちゃったらしいんですね。要は、自分はプロジェクトで、中国でプロジェクトをやっているんだって、日本語がすごい堪能なね、ベトナム系の方らしくて、まあ、めっちゃめちゃエリートなんだろうなと思うんですけども、ゆっくり日本を知るはどのように作られているのかみたいな動画を出してしまったんで、バレバレになってしまったと。で、中国にね、出勤している動画とかもね、朝の通勤リアルライフブログみたいなのも出していたということでして、いや、ちょっと自己顕示欲強いタイプなんだろうなという、まあそこはまあ微笑ましいといえば微笑ましいんですけど、まあだから中国で制作されているですね、日本の政治系動画が、まあ収益目当てだと思いますけども、まあシンバさんとか高市さんを持ち上げているというですね。いやー、恐ろしいな。まあでも、こういうことをしてね、民主主義を破壊するっていうことがね、まあ結局中国共産党の利益にはなってると思うので、まあ一石三鳥二鳥ぐらいの話なのかなと思います。はい。ね。綾川健太さん、こんからすです。いや、でもこの野党が国民に支持されてるのはまずいと思いますよ、マジで。本当に。儲かるんだろうな、こういう動画で。なんか可愛いのに笑えないっていうですね。いや、もちろんビジネスでやってるから、もちろん思想的に高市さんとかを支持してるわけではないと思いますよ。むしろ真逆の可能性もありますけれども、まあビジネスでやってるわけですよね。政治的立場を超えてですね、社民党は外国人に税金渡すのは差別みたいなことを言ってるぞっていう動画を作ってみたりですね。DPRK を叩く動画を作ってみたりですとか、小泉さんの動画を作ってみたりですとか、まあいろいろやってらっしゃるみたいですけど、結構再生数回ってるんですよね。だからこの高市上げ動画の中でなんかこういう動画がまあいきなり出てきたから結構異色ですよね。まあめったにこういうことする人いないので、まあ、結構やっぱり自己顕示欲強かったのかなって思いますけれども、はい。ということでですね、ちなみになんですけれども、まあこういった状況の中でですね、私がだから口酸っぱく民主主義だなんだ外交だみたいなことを偉そうに言ってることがこの理由が一つなんですけど、東日本大震災当時の駐日イラン大使って他ならぬですね、荒口外相なんですよ。で、荒口さん本人が被災地にまあ炊き出しに来てくれたこともございます。もちろんイランはですね、計算づくでやっているので、すべてを善意だと受け止めることはできませんが、ですね、まあ、核開発に関するですね、意見に関しても日本の意見を尊重すると、で、日本、イランの両国の連帯を強調すると言ってみたり、2011年3月11日に発生した、まあ、明日ですけど、日付そろそろ変わっちゃいますけれども、東日本大震災ではですね、イランに甚大な被害を与えた2003年バム地震で日本から受けた支援を私ども忘れていないと述べ、類まれなる忍耐と能力を有する日本国民は必ずしもこの困難を乗り越えることができると確信すると述べて、日本国民を激励し、まあ、このようにですね、被災地の援助に来てくださったわけですね。で、まあ天皇に謁見したりもしてるわけですけど、なんか日本すごい動画で本当に取り上げなきゃならないネタこれじゃないですか。イランの人からここまで好かれている日本っていうですね。はい。本当に言わなきゃならない、このゆっくりなんちゃらが、本当に取り上げなきゃならないネタはこれじゃないかと私は思うんですけれども、まあこういう話がもうすっかり忘れ去られているわけですよね。で、ここまで日本に配慮したのに恩を罠で返そうとする日本政府とは一体何なのかという話だし、まあ当時民主党政権ですけれども、まあその後すぐ安倍政権になってからも、まあイランとの関係って比較的日本は良好だったんですよね。で、荒口さんは出世して外相にまでなられたわけで、まあ日本にとっては正直、荒口さんであることは相当大きなチャンスではあるわけですよ。自分たちだけホルムズ海峡を通してもらえるかもしれないじゃないですか。うまくすればね。でもまあ今のままじゃ無理だろうなと思います。はい。ということでですね。真に宝とするべきものをそうとごとくスルーする日本すごい系。現在もなかなか困難な状況ですよというですね。はい。まあね、ということでですね、まあ本当に今後が心配になる19日のね、訪米で何が起きるのかちょっとわからないという日本の状況でございました。
はい、ということでですね、真に得にくい宝とは信頼です。いや、ほんとそうなんだよな。だからイランとの長年にわたる関係が破壊されてしまうかもしれないですよね。今回派兵とかしたら。だからそれだけはほんとやめてほしいんですけどね。はい、ということで、すみません。ちょっと今回長時間に、お読みましてすみませんでした。よかったらチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。本当で信頼を自らからぐり捨てていってるのがね、だからこういうつてを使えないのもね、外交じゃないでしょ、それは。ねえ、アラブともイスラエルともイランとも友好な関係を築けている日本はすごいっていう論調は昔のネトウヨにはあったんです。ああ、なるほど。確かにね、イラン、イスラエルとね、それなりにいい関係の国って珍しいですからね。はい。ガザの子供たちもそうですね、東日本大震災の被災者には連帯してくれてましたからね。地道に交流してたしですね。はい。ですね。だからですね。この状況がどうやって打開されるかも心配なところなんですけれども、ですね、最後、ちょっとこれだけは取り上げざるを得ないので、ちょっと深夜に及んでるんで申し訳ないんですけれども、小学館の例の事件について話して、あと最後ですね、まとめて終わりにしたいと思います。札幌地裁の判決についてということで、2026年2月20日の札幌地裁判決で学校法人共慶学園が運営する北海道芸術高校札幌サテライトキャンパス、北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスに通っていた女性が16歳から18歳まで教員から性的被害を受けていたことに関して1100万円の、損害賠償請求が任用されましたということで、原告の方がメッセージを出しました。被害者の方です。この度思ってもいなかったような騒ぎになり、漫画1で連載されていた加害教員とは全く関係のない漫画家さん、作家さんを巻き込んでしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。漫画1にですね、この性的暴行の犯人が連載していたことが事実が明らかになったわけなんですけど、私は小学館の編集者さんが間に入って加害教員と時代の話し合いをした際、連載を再開する際には読者の方々のためにも体調不良や療養など虚偽の理由を述べずに共済期間について事実に基づいた説明をしてほしいと言っただけであって、別にね小学館を批判したわけじゃなかったんですと、3月5日発売の週刊文春に被害女性が全告白、私は性加害漫画家と小学館を許せないというタイトルの記事が掲載されていますが、私はこのタイトルが付けられることを、文春には了承してないと、文春は煽っていると、私が話したのはやるせないですという言葉だけであり、小学館を許せないという発言はしていなかったはずですと。いうことでございまして、だから文春は煽ってると、私は小学館叩きがしたかったわけではございませんので、ちょっと、そういう話はしないでくださいというようなことも言われてました。もちろんですね、なんて言うんですかね、この方と小学館って直接ですね、関係がある話じゃないので、だから批判の仕方っていうのを今後はね、やっぱり被害事実そのものとはちょっと違うところでですね、性加害当事者をね、隠蔽していたっていうこと自体は、読者に対する説明責任を果たしてなかったのは事実なわけですから、そういう言い方でですね、やっぱり被害者の方と関係ない、形にね、言っていく必要はあるかなとは思います。あるかなとは思うんですが、で、少年サンデーがですね、なぜか少年サンデーの公式で、投稿してるんですけども、弊社媒体前川でいて作品を連載しておりました山本翔一の被害に遭われた女性に謝罪の機会を頂戴しまして、弊社の謝罪を受け入れていただきまして、心から感謝いたしますと。だから謝罪を受け入れてくれてありがとうみたいなことを言ってですね、被害に遭われました方に謹んでお詫び申し上げますが、読者の皆様、各社媒体で、執筆いただいている作家の皆様、お取引様、皆様にお詫び申し上げます。小学館という第三者委員会を設置してですね、なんか人権ポリシーの策定と公表するみたいな、それ自体は前向きな取り組みではあるんですけれども、そもそもだからおかしい
ですよね。作品を取り下げたことで、原告の方に罪悪感を抱かせてしまったとのこと、まあ、これ方、小学館の作家の、小崎さんという方なんですけども、とても心苦しく思っております。私にとって作家と媒体界の信頼関係を回復するための行動であり、気に病まれる必要は全くないということをはっきり言わせてください。今度のことは担当から出版社の対応や改善策を伺い、話し合って決めていきたいと思います。作さんの気持ちはありますが、ここで言葉を尽くすことはしなくていいと個人的に思っているので、私にできることを探してまいりますということで、だからまた結局その被害者の方側に配慮させちゃってるわけですよね。小学館の動きが鈍かったせいだと思いますよ、これ、本当に。だから、小学館の動きが鈍いもんだから、作家の人たちがボイコットと怒りを表明したじゃないですか。で、被害者の方自身が、そういった小学館批判をしたかったわけではないのですが、申し訳ありませんみたいなコメントを出してしまったと。で、それがね、だから、それがね、でも、それは、小学館のこの小崎先生とか、良識ある作家の人たちが、決めたことであって、直接性被害と関係のあることで、性被害というか性被害を受けた被害者の方と関係のあることではありませんから、罪悪感を感じる必要ないんですよ。で、小学館が 150% 悪いんだから、だから信頼関係を回復するためにやった行動であって、そことを切り分けて考えなきゃいけないということだと思います。はい。これがまともな、作家さんのコメントですね。はい。ということでですね、ちょっとこの話だけはちょっとすいません、取り上げたかったので、取り上げさせていただいてるんですけど、小学館事件の続報でございます。はい。そう、アクタージュの原作者も結局、そう、小学館、漫画1に連載してて、そのことも隠してたんですよ。信じられないっすよね。はい。被害者にこんなことを言わせる類のクズな国なんですよ、この国。謝罪を受け入れてくれたから、ヨシムーブを滅ぼしたくてこの活動をしているので、というですね。だから謝罪を受け入れてくれたからいいっていう話じゃないですよね。いや、アクタージュ原作が漫画1で訂正してて、そう、アクタージュ作画の人の素晴らしい声明まで裏切ったというですね。そう、だから本当小学館はね、集英社は小学館にぶち切れていいと思いますよ。自分のとこでクビにした作家なんで連載させてんだよっていう話じゃないですか。そう結局でもね、性被害当事者の人がこうやって矢面に立たないと被害の告発もできないし、こういう話に議論になってしまうこと自体がなんかヘルジャパンですよね。で、性被害者に謝罪させる社会なのでこういうことになっていると。ね。だからこのと同時に小学館と被害を把握していたであろう学校がクソすぎますよね。だからなんかな、私近いんだよな。普通に行ける距離なんだよな。突撃してくるか。オラーって言って。被害者にここまでわきまえた声明を出さなきゃいけない状況が本当嫌すぎますね。はい。ということでですね、セクシー田中さん事件の時は特別調査委員会による調査報告を見ると委員に小学館の取締役が2名入っていて純粋な第三者委員会じゃなかったですよね。まさか今回違いますよね。小学館の人間は委員会に入れませんよねということで、小学館の声明自体にももう疑義が呈されております。第三者委員会って第三者委員会にするんだよねって、なんか形だけの第三者委員会みたいなの作らないですよねって、ちゃんと斉藤元彦の時みたいに弁護士とか入れるんですよねという、これは当然入れるべきだと思いますね。はい。そしてちょっとこれすいません、二次加害なのでひどい発言なんですが、信じられないことにこの小学館の声明を絶賛する漫画家が現れました。全方位カバーしている文章になっている、素晴らしくて言葉を失う、小学館の件について原告本人がメッセージを出しています。何の根拠もなくこの人ですね、森川ジョージですけれども、冤罪じゃないかって言って山本を間接的に擁護するようなこと言ってたんですよ。で、自身に都合のいい文章を書いてくれた途端、別にその疑惑を覆すような新しい証拠が示されたわけではないのに、手放しで絶賛っていうのはいくらなんでもご都合主義すぎないでしょうか。いやー、なんか森川ジョージさんってもともとこういう人なんだけど、本当講談社の人ですから、講談社も巻き込む大問題になっちゃうんじゃないかという気がしますね。いや、今すぐ撤回すべきだと思うんですけど、今のところ3月8日の発言これ消してないですね。
漫画家による性暴力の件、被害者の方の声明を読みました。被害者の気持ちを尊重すべきなのはそうとして、ここまで話が大きくなったのは被害内容が壮絶すぎる面も大きく、本来なら未成年に下心を持って接する時点で騒がれないといけない、それを許さない空気を強めて地方が変わらないといけません。もう名前を出しますが、森川ジョージ氏の発言にはドン引きしています。素晴らしくて言葉を失うという言葉にこっちが言葉を失いましたよ。我々がやらなきゃいけないのは被害者を立派だと褒めることではなく、被害者を戦わせなきゃいけない状況を変えていくことだと思いますと、いうことで。ということでですね、松虫あられ先生のリンゴの国のジョナ、続編が発売中でございます。ぜひチェックしてみてください。面白いので。はい。ということなんですけど、だからまともな作家さんはこうやって言ってんのに台無しだよね。ほんと。いい加減にせえよ、森川ジョージ。全部、絶版にされるぞって、言いたくなりますけど。いや、でもな、本当な、講談社さんも森川さんを放置してってちゃまずいんじゃないですかね。だって、小学館でも集英社でもない立場からこうやって発言しちゃってるから、やっぱ漫画業界全体の問題になっちゃってるなと思いますね。はい。いや、性被害者を抹消するの本当やめてほしいですし、こんなことしか言えない漫画家は筆折れやっていうね、本当初めの一歩の連載やめてほしいですよね。終了。漫画家協会の常任理事。ああ、そうなんだ。やっぱりそこでポジショントークでもあるのか。ますますもってまずいな。いやー、なんか赤松健と同じポジションに入ってしまったのは残念ですね。はい。政治家になったわけじゃないのにね。編集者の教育時に新人3人潰して1人前、作家を調子に乗らせないよういい反応を渡さないようにしろなど人権感覚のない教育指針が用いられていたことがあります。女性作家プラス男性アシスタントの組み合わせだとアシスタント側が仕事をしない。作家は気に食わない編集をすぐネット告発するが、編集者はそんなことしない。作家はわがままである。などなどですね。やっぱり女性作家って問題ありますよねと盛り上がるなどなど。まあ、これをだから実際その編集部はそんなね悪いことしてないんじゃないかみたいな用語がすごく多いので、このひふみ先生という方がですね自ら告発したんですけど、小学館のね女性作家への扱いがやばすぎるというような、話がですね出ております。はい。だからね、なんか次から次へとこういうなんかその発言が出てくるってなるともうだから、本当にだからワグ界全体のねミソジニーと暴力の問題になりますよね。はい。ですよね。だからこういうね、クリエイターが、この方はね、まともな方ですけど、結局、森川ジョージさんみたいな人とかね、小学館編集部みたいな声が大きくなってしまうと、ですよね、結局権力側の声が大きいっていうことになるし、なんか漫画業界全体がまともな人間感覚ないんじゃないかという、話になってしまいますよね。はい。ということでですね、ただこんな状況だと、さすがにね、漫画ファンのオタクの人だって、だってこの性加害者ですよ、擁護しようがないじゃないですか。森川さんみたいななんかね、間接的になんか原告の方素晴らしいです、配慮してます、配慮して素晴らしいですねみたいなことを言う人はいるかもしれないですけど、いくらなんでも、性加害者を直接的に擁護するっていうようなことはできないんじゃないかと思いますけど、はい、さっきからコメントですいません出ておりますが、なんと性加害者を擁護するオタクの人が現れました。はい。なんかビジホッシュ系が打点作戦で小学館叩きに出張ってんのがよくわかんない。会社員が不祥事を起こすことはあまたあるのになぜここに必要になるのか。打点作戦編集と、作家は擁護するつもりがないが、打点作戦にかこつけ、小学館潰せとか外部機関潰れとか言ってるのはおかしい。今後小学館との仕事は引き受けいたしません。こんな発言ないのに誤解させるまとめまでできている。マジで組織的に小学館を燃やそうとしている。総会屋が動いている。ジャニーズ潰しとかうざきちゃん潰しみたいな。漫画ワンとかに責任を絶対かぶせて第三者機関を作ろうとしている。原告からのメッセージが出たというのに小学館に振り上げた拳を結果として原告の意向を無視した暴挙でしたって謝って下ろすことができないなら本当にみっともないと思います。はい。今空あかねさんですね。はい。なんかしばらくぶりに登場したなと思いましたけど、すごいですね、この人。変わってないな、1ミリも。私はもう3年ぐらいにわたってこの人を批判してるんですけど、だから、
全然昔と変わってないですね。だからこうやって陰謀論を唱えて、なんか適当な陰謀論を唱えてですね、性加害者とか、ミソジニスト側を擁護する人なんですけれども、さすがにコラボ問題で裁判に負けまくってですね、完全に信用とかカリスマ性を失ったと思われたんですけど、まだ擁護する人いるんだっていうですね、ちょっと新鮮な驚きがありましたね。はい。いやー、そう。だからね、自分がオタクだからオタク文化内のね、性差別とかで、私もだから昔は相当加担してた方だと正直思うんですよね。だから性暴力のコンテンツとか目指さなきゃいけないと思うんですけど、はい。私は SCP 書いてたような人間ですからね。やっぱオタカルチャー内の自己批判って絶対必要だと思うんですけどね。だから結局ね、被害者側の発言をしめしめとか思っちゃいけないんですよ。だから、それはそれとして、被害者の方に類が及ばないように配慮して発言しなきゃいけないというのは確かにその通りですけれども、ひまそらさんみたいな言い方するのはおかしいと思いますよ。小学館を批判しちゃいけないとは一言も言ってねえだろっていう。いや、ほんと早くこの人逮捕しなかったから結局こうなってるんですよね。うわ、出たよってこの件の煽りで、結界先生の作者がひまそらをフォローしていることを知ってしまい辛いですっていやー、内藤先生はほんとなんでひまそらをフォローしてんですかでも石井隆明もこの人も全く懲りるということないですね。これだけ裁判に負けて社会的に非難を浴びてもやっぱり懲りない人っているんだなって思いますけどね。はい。いやー、ほんとね、ひまそらさんを支持したり、カンパしたりしたクリエイターの人たちはね、ほんと全力で反省してほしいです。あなたが作った怪物ですからね。はい。で、最悪なことを、ひまそらさんがしてるんで、これ見なくていいですけど、余力のある方は通報してください。ひまそらさんがですね、YouTube で今何をやってるかっていう話なんですけど、私が配信前に確認した時点ではまだ見れてたんですが、今はわかんないですが、漫画1の被害者の人をですね、個人情報を掘っています。はい。なんか、具体的に、この絵描いてるから、こうだ、アカウント発見、顔写真もありました、みたいな内容をですね、YouTube に、投稿して、なんで YouTube はこれ消さねえんだよって話なんですけど、通報が殺到しているそうです。ついでにアカウントごとバンしてほしいなと思います。はい。一番のカスは被害者女性の身元を特定したと吹いている拡散してるお前だわっていうですね当たり前ですけどだからなんて言えばいいのかな。だから本当ね、オタク系のね人たちってもう倫理観とか誰でないんですかって言われてももうしょうがないですよね。ひまそらさんを放置して肯定してしまうんだったらもう何を言われても文句が言えないというか、だからなんかカルチャー全体を上げてですね、漫画ファン全体を上げてですね、ひまそらさんをここで倒しておかないと、これを許してたんですか皆さんはっていう風に言われかねないと思います。はい。ですね。だからもう無敵の人化しちゃってるからね、やっぱりね、警察が介入しなきゃいけないのかもしれないですね。ほんと通報して案件だし、警察案件だと思うので、風向き悪くなったらひまそらさんなんか知りませんみたいでしてるクリエイターの人たちをそれぞれでね、鮫島伝次郎ムーブなんでやめてほしいと思いますけどね、ちゃんと罪を償ってください。小学館の漫画1の件で全く関係ないひまそら氏が被害者の特定をして批判している件で、被害者が何らかの事件が発生した際にひまそら氏は責任が取れるのでしょうか。そうでなければひまそらの言動を遮断するためにも、小学館は控訴すべきではないでしょうかと。3年前コラボ攻撃で盛り上がっていたのと同じような連中が小学館を擁護していますと。だから結局こういう行動に出る人たちって一見して義憤だとかなんかキャンセルカルチャー反対みたいなことを言っているように見えますけど、やっぱり性加害者を擁護したいっていう動機がね、無意識下であるんじゃないかと思います。結局コラボを批判してた人たちもそういう人たちでしたし、女性を叩きたいっていう類の人たちですよね。はい。アンチフェミニストがまた冤罪を減らすためには被害者の泣き寝入りをさせていないといけないし、司法の精神を守らなければと言っていてひどいなと思います。泣き寝入りを増やすことのどこが司法精神だというのか。地道に積み上げてきたものを守りたいなら地道な取り組みしかないし、復讐心に駆られてくだらないことを言わないでください。司法の手続きに重大な欠陥があったとして欠陥自体をどうにかするのはもう無理だと結論したし、特に改善案もないためその欠陥が現れないように負担を被害者に背負わせて黙らせましょうとなることのどこが司法の精神なのか私には分かりませんと。
だから今回の件で司法とか警察に欠陥があるとしても、そのことはですね、被害者叩きをする、論理にはなってないと思います。はい。いや、ほんとね、ヘドが出ますね。こんな理屈を展開してる人たちはね。いい加減にしろよって。ミソジニーも極右思想だし、危険思想の一環ですからね。まあ、イギリスとかではね、危険思想の一つに、まあ、認定しようという動きが今進んでるんですけれども、はい。いや、本当にね、すいませんね。長くなりすぎちゃってあれなんですけどね、この話題さすがにね、スルーできないなと思っちゃったので、話、別途に取り上げさせていただいたんですけど、いや、本当にね、山積する社会問題にどう対応すればいいのか分かんなくなってきますよね。いや、本当ね、海外展開に影響すると思いますよ。だから小学館にしろ、まあ、他のところにしろね、ちょっとこれから取り上げますけど、暇空をフォローしてたり、過去に応援していた漫画家の方々、フォローを外したり、暇空の応援ツイート消しても別にいいと思いますが、しかし今、暇空がやってることに対して本人に注意してもらえませんか。さすがにそれぐらいやるべきだと思いますということで、井上先生はやっぱり倫理観はどうなんだよなという、というですね、中国嫁日記の方ですけど、まあやっぱり海外で活躍してる人はね、まあちょっとね、その辺の意識が高いよなと思います。で、まあ、小学館はね、すでにそういう動きが出てます。社会的責任、教育的配慮の観点から慎重な対応が必要と判断ということで、京都精華大学の漫画学部、まあ、天下のね、京都精華大学といえばね、漫画研究の第一人者がね、集っていると言われるとこですけれども、漫画学部が小学館との連携を停止するとのことです。小学館の漫画アプリで原作者が性加害事件を起こし、連載を中止したにもかかわらず、その後、別のペンネームで起用していた事件で、京都精華大学の漫画学部が小学館との連携活動を一時的に停止すると決めたことを分かりましたと、いうことで、小学館と連携活動をしている漫画学部でしたが、小学館の編集者を招いて作品の高評価や授業を開くなど連携をしてきましたが、いずれの活動としても取りやめるということです。京都精華大学は漫画学部として社会的責任、教育的配慮の観点から慎重な対応が必要と判断としたと確認しています。本件により学生の教育機会が損なわれることや、教育上の不利益や表示内容を配慮するよう対応してまいりますということで、まあバチバチ小学館切っていいんじゃないかと思います。そうでないとわからないだろうし、はい、こういう動きが少しでも進んでいくといいなと思いますね。はい。ということで、本当に問題多すぎる人間社会なんですけれども、はい、皆様遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。で、まあね、いろいろ暗い気分になってしまったのでですね、まあ最後にですね、アシスト側のテイクオーとちょっとお知らせとやって終わりにしたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。G7 の協調備蓄放出で日米防衛相会談のニュースも出てるんですね。ありがとうございます。まあ、その G7 の一角の話をちょっとしてから、終わりにしたいと思うんですが、過去の過ちを繰り返すことに反対します。要するにスペインの立場は4つの言葉に集約されます。戦争に反対する、スペイン語でもね、ノアラグアラっていうらしいんですけど、私たちはイランの抑圧的で残虐な体制を拒絶します。しかし同時に、この紛争にも反対し、外交的政治的解決を求めていきます。暴力が解決策だと考えることこそ幻想です。民主主義や国家間の尊重、廃墟からは生まれません。いやー、ここまで言ってほしいな、各界の G7 の皆さんにはという、スペインのサンチェス首相ですけど、彼らはスペインは孤立していると言っている。我々がパレスチナ国家を、承認したとき、同じ人々がそう言っていた。その後、他国は我々に追随した。我々は孤立しているのではない。我々は先駆者である。擁護しがたいものを擁護する者たちが孤立するのである。孤立するのは彼らの方だと、いうことで。いやー、ここまで言ってやりたいなという。だからですね、先ほどのですね、例にもあったと思いますけれどもですね、このように擁護しがたいものを擁護する人たちというのは、そのうちですね、やっぱり信任を得られなくなりますよ。当たり前じゃないですか。擁護しがたいものを擁護してんだから、性犯罪者であるとか、ジェフリー・エプスタインであるとか、ドナルド・トランプ、ネタニヤフのような人々を擁護することは、
不可能ですよ。だから人間倫理に反することをやってるわけですから、だから擁護しがたいものを擁護してはいけないんですよ。はい。だから、擁護しがたい人たちが権力者だからといって、それを追認して擁護するっていうことはやっぱり良くないと思います。はい。左派政党を伸ばせっていうですね。左派政党が必要な、例をちょっと挙げたいんですが、今日はイラン大使と話し合いをしました。アメリカとイスラエルのイランへの武力攻撃は国際法違反です。一日も早く武力攻撃がなくなるよう力を尽くしますということで、福島さんがですね、イラン大使と話し合いをしてくれたそうです。いや、これファインプレーだと思いますよ。社民党さんね、ちょっと選挙ではいろいろあって私も批判しましたけれども、これは本当に大切な仕事ですよ。だから、左翼政党がなんで国会にいなきゃいけないのかっていうことの意義を一つを表していると思います。こういう事態に陥って、アメリカの顔を立てねばならないが、かといってイランを足毛にできないと言った場合に、左翼政党の党首がですね、やっぱりあなた方と私どもは意見を同じくしてますよっていう、ね、政府の意見には反対でございますよっていうことを言わなきゃいけないんですよ。はい。だからこれがね、やっぱり民主主義国家の強いところだとも思いますし、実際この行動をね、与党は批判できないと思いますよ。だって間違ったことしてないからね。はい。ロシアみたいなやつだったら別ですよ。ロシアは侵略者だから、ロシアの時も確かにその野党側でね、誰とは言わないけど、すり寄ってったような人たちがいて、それは問題あると思いますけど、これはね、必要な行動だと思います。はい。ということでですね。そうですね。もちろん元からね、サンチェスもね、中道左派ですから、元からこういう意見なわけですけれども、でもね、擁護できないものにね、やっぱり擁護しちゃいけないんですよ。だから、高市さんがね、これぐらい言えたら本当すごいんですけれども、言えないとしてもね、やっぱり日本全体としては別にイランの人たちに悪意があるわけじゃないってことを何らかの形で示さないとダメだと思いますよ。はい。政治家同じ人でも腹立つ時と偉いと思う時2つあり、心が2つあるということで。福島さんはね、沖縄問題は何とかしてほしいと思います。はい。小さい声で言っとくけど、石川県知事選で長谷博氏が敗れました。これで彼もようやくただの人です。彼が国会議員だった頃は LGBTQ 議連のトップにいたことに私はずっと強い違和感がありました。同性婚に反対することを自民のホームページに明確に書いている政治家だった方です。当時は東京オリンピックと、オリンピック継承の関係で政府としても形だけでも LGBTQ の話をしなければならないという状況でしたが、昨日は国際女性デーであり LGBTQ 団体もいくつか参加していましたが、この時こそ元のこの連帯を強くしていくべきではないでしょうかということで、畑のトマトさんですけど、石川知事選挙でですね、右翼です。右翼なんで素直に喜べないところではあるんですけど、右翼の山野、さんという人がですね、当選しまして、なんかね、参政党に微妙に近しかったりとか、なんかちょっと怪しげな人だったんで、私は応援しなかったんですけど、長谷博氏が敗れました。はい。ただですね、長谷政治のね、当時のね、大震災における、能登半島地震におけるですね、あまりにもひどい対応については、私がずっとラジオで批判してた通りなんですけど、今回のね、山野さんについては本当右翼なんで、重大な監視対象にそれはそれでなったと思います。なったと思うんですけれども、ただね、やっぱり政権つうかね、知事が変わるのは良かったと、それでも私は思いますね。手放しには確かに喜べないところはありますけれども、長谷博氏はね、本当 LGBT 議連のでトップにいて LGBT 反対みたいなことを言ってたりとか、当時もだから能登震災にね、頑張って対応しますみたいなこと言って何にも対応もしなかったりとか、高市さんはね、わざわざ応援演説に今回行ったりしたわけですけれども、そういう人間がやっぱりね、敗れるというのはね、重大なことだと思いますし、当然ね、石川県の人たちは正しい選択をしてると思うので、はい。対抗候補がね、山野さんぐらいしかいなかったからね、はい。長谷政治にね、一旦脳が突きつけられたということで、ですね、前向きに考えて、ですね、新しい山野さんを監視していかなきゃいけないかなと思いますね。はい。ということですかね。そ
そう、社民党さんはね、中国にもやっぱパイプありますからね。はい。そこもね、強いところですよね。はい。アメリカ、イスラエルの大使館には文句言いましょうというですね。はい。山野さんね、明確に右翼右寄りの人でね、だから参政党とも仲良しだと言われてるので、そこは本当に厳重注意ですね。はい。育法者の教科書採用したりとかね、おい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 という経歴のある人なので、手放しには称賛できないですけれども、はい。ね、だからなんで長谷博をみんな応援してたのかっていう話ですよね。それは絶対やっちゃいけないことなのにね。そう、だから最悪の結果は避けられたと見た方がいいと思いますよ。だって長谷さんがあそこまでひどいことしたのに、やっぱり何も裁かれないっておかしいじゃないですか。だって能登半島震災の時の対応も天地がひっくり返るぐらいひどかったんですよ。で、みんな被災者の人たちもね、長谷さんひどいわっつってて、で、ただなかなかね、まあ保守的と言われるね、石川県自体が大きく左派に動いたわけではなかったですけど、立憲のね、政治家さんも当選したりとか、いろんな動きがあっての今回の件なので、現職のやり方が否定されたというふうに前向きに捉えた方がいいんじゃないかなとは思います。はい。ただ今後も目を離してはいけない人ですね。本当行く方じゃの教科書だけはやめろよって感じですね。そう、左派政治家でもそうですね、権力持ったら監視対象だし、そうね、そう、結局ね、参政党が力を持っちゃう彼ら危険性はあるんですけれども、福井と一緒にね、監視対象にするしかないですね。はい。いやー、でも参政党怖いな。ほんと地方自治への食い込み方が怖いんですよね。はい。私は参政党に反対しております。はい。ということでですね。他にもですね、抵抗の動きとしては、先日あったですね、国際女性デーのパレードですね、札幌でもですね、100人が参加されたんですよ。すいません、私、体調不良で行けなかったんですけど、申し訳ない。分断ではなく連帯、あなたは大事な存在だからあなたの尊厳を守りたいというコールがあったそうでございます。いやー、素晴らしい光景です。はい。いつもですね、取材して写真撮ってくださってる中上さん、ありがとうございます。はい。ですね。で、世界中でね、ハッピーウィメンズデーということで、国際女性デーが祝われたわけですけど、私たちはガザの次世代の医者です。避難を余儀なくされ、決意を固め、学び、癒し、生きるために今も戦っていますということで、よくですね、だからイスラム教徒の女性への人権侵害がどうとかっていう、偉そうなことを言う人が、いるんですけれども、イランとかについては確かに一面事実ではあるんですけれども、パレスチナ人女性のこと忘れてませんかね。彼女たちがだからどうやってガザでこうやって生き延びてですね活動しているかっていうことに目を向ければ安直にそういうことは言えなくなると思うんですけれども、はいですね、ガザのですね医療従事者の皆さんとかジャーナリストの女性の皆さんを私は応援しております。はい。被災地では朝日の方が得票率高かったんだ。そこもちょっと複雑ですね。金沢のウィーメンズマーチでスピーチしたら赤旗で取り上げられた。それはすごい。まやさんお疲れ様です。ほんといつもありがとうございます。ですね。あと、先ほど爆撃とかで白リン弾とかが命中していると言っていたレバノンなんですけど、レバノンの動物愛護団体のメンバーがイスラエル軍に攻撃される危険度の高い地域で取り残された猫の救出作戦を今やっているそうです。自分たちも、空爆によるリスクを冒していますと。ガザにもいらっしゃるんですけど、こういう活動をしているね、アニマルレスキューの方々ですよね。はい。だからですね、なんか野蛮だとかなんだとか言ってた人たちがね、先ほどアメリカの方で言いましたけれども、なんでしょうね、コレコとかに対してのクラスター爆弾とか白リン弾とかいきなり投げてくる人たちと、戦時下でですね、アニマルレスキューやってる人たちと、なんかどっちが野蛮だとか文明人だとかっていう話なんですかね。本当に。ふざけるのもいい加減にしてほしいですね。はい。レバノンのアニマルレスキューの人たちがですね、安全な場所で守られることを願っております。はい。ドキュメンタリー映画犬と戦争を思い出しますね。はい。ウィメンズマッチ行きたいです。いや、行きたいですね。皆さん参加しましょう。ジェンダー関係なく。そのまま参政党が地方で固めたら内閣制選挙の選挙区でも当選区でそうですね。だからそれを狙ってるんでしょうけどね。そうはさせないっていう動きが必要ですよね。はい。
で、デーモン・アルバーンっていう人が、反戦という日本語が書かれたジャケットを着ていましたということで、アメリカのですね、ハリウッドの、まさにアメリカという中心のサタデーナイトライブという番組があるんですが、ここにブラーという、有名なバンドのデーモン・アルバーンという人が出演いたしまして、ですね、左腕にですね、反戦っていうワッペンが付けられていたそうです。これ、どういう意味なんて、そういう意味だともちろん思うんですけども、ですね、調べてみるとですね、デーモン・アルバーンのジャケットに付けられている反戦バッジはイギリスのアナーコパンクバンドクラスが1981年にリリースした新曲長崎ナイトメアに封入されていたものですということで、なんと長崎ナイトメアっていう私知らなかったんですけど、お恥ずかしながら、こういうですね、反戦アンチウォークラスと書いてある、ものだったそうでございます。いやー、露骨なメッセージですね。すごいな。このクラスというバンドもすごいですけれども、デーモン・アルバーンさんもすごいと思いますね。当時のパンクシーンや反核運動では、原爆といえばほぼ自動的に広島が表に出て、長崎は2番目であり、影が薄いという扱いをされており、あまり知られていなかったのだということです。クラスはあえて長崎を選んで、タイトルにし、ジャケットも長崎の被爆者をモチーフにした強烈なコラージュにしていますということでですね。いやでも日本の反戦運動がですね、こうやって海外の方に受け入れられているのは素直に誇り高いなというふうに思います。はい、そうなんですよ。だから日本語で反戦って書いてあるんですよ。すごいですよね。はい。だから本当にその戦後で日本がやってきたもので海外に誇れるものってこういうものじゃないかと私は思うんですけど、なんか解釈がね、皆さんと合わないんですよね。はい。ここまで直球の発戦はね、今でもなかなかできないでしょうね。だからアルバーンさんは控えめにこうやってつけてったわけですけど、でもこのね、サタデーナイトライブが、まさにイラン戦争下のですね、こうやって娯楽番組なんですけど、で、放映されている中でですね、わざわざこのワッペンをつけて出演するっていうのはね、相当な政治的メッセージですよね。すごいと思います。はい。別にブラーファンじゃないんですけれども、はい。ということでですね。でもやっぱり伝えた声は消えないのかなというふうに思いますね。はい。戦争を経験した人たちの辛さや悲しさではなく、その理不尽さに怒りを感じ取りました。高市さんや改憲を求める与野党の政治家たちは戦時中の庶民の、苦節を舐めています。戦死者や犠牲者の思いを無駄にしているのは改憲議員たちではないでしょうかと。非国民の声と世に戻すまじということで、総職の中山さんという96歳の広島県の方が、投稿しているんですけど、戦死したこの遺骨を抱き長く母に非国民の罵声飛ぶ世に戻すまじということで、この短歌は先の大戦の最中に、中国2年生だった私が、母に連れられ戦死者の遺骨の帰還を駅前で、駅頭で迎えた時の記憶を読んだものである。我が子の遺骨を抱いて泣くことがなぜ非国民だというのか、若い人には理解できないことかもしれない。しかし当時は天皇陛下のため、お国のために戦って死ぬのは最高に名誉なことだったのだ。よってよくぞ立派に死んでくれたと喜ぶべきを泣き悲しむとは何事かというのが、罵声の根拠だったのである。そしてこの記憶を改めて呼び覚ましたのが高市早苗首相の国の理想の姿を物語るのは憲法であるとの発言や、防衛予算増強の姿勢であると。膨大な国民の命と、故郷の産業を犠牲にして生まれた世に世界に誇る平和憲法に軽々しく手を加えないでほしいです。国の安全平和を守るのは武器や軍隊ではありません。政治家の責任であるはずですと、いうことでですね。戦中の人たちってまだご存命ですからね。はい。改憲派の人たちはなんかみんな亡くなってると思ってるかもしれないですけれども、こういう声があることはですね、ちゃんと認識して議論していただきたいと思います。はい。だからあまり付け加えることもないのですけれども、だから戦時中というのがやっぱりどういう世の中になるかっていうところを、よく表してますよね。なんで非国民だって言われたのかというと、子供さんがね、死んで嘆き悲しんでいることを、非国民だっていうふうに言われるわけですよ。そんなバカな話ないじゃないですか。でもやっぱりね、これが普通だというふうに、言われていたっていう、ね、のがですね、当時の時代だったということだと思います。そうですね。政治家の責任は国民の責任でもありますからね。そうですね。監視内ね、投票している我々の責任でもありますからね。
で、これこそが赤塚不二夫の最大の名言だと信じて疑わないが、43年経って今となっては誰の心にも刺さらないではないか。世界の皆さん、日本はもう戦争はいたさないのだということで、まあ、これ234万回再生されてるんで、めっちゃ刺さってると思うんですけど、はい。まあ、この方の打撃とは裏腹にですね、まあ、裸足の弦の漫画とかもすごいコラージュが流行したりしてるんですけれども、まあちょっとブームの兆しもあるぐらいですよね。赤塚先生もそうだし、石ノ森章太郎先生もそうだし、水木しげる先生、手塚治虫先生、まあ、当時のね反戦風刺漫画とかがですね再評価されつつありますので、はい、この流れをね見逃してはいけないんじゃないかと思います。はい、クリエイターの人たちはね、だから今ね小学館を批判してる人たちもそうですけれどもね、ちゃんと結構リベラルな倫理観を持ってね社会批判をしてきた人たちがいたわけですから、まあそういう人たちのメッセージをねなくしてはいけないのかなというふうに思いますね。はい。ね、そうですね。春ノートの時点でもね、いくらでも日本の落としどころがあったのにね、結局原爆を落とされるとこまでやめなかったですからね、本当間違ったとしか言いようがないですね。そして先ほどからね、ちょっとコメント来てますけれども、今日ですね、平和憲法を守る、緊急アクションというのが行われまして、8000人の方が国会前に集まったそうです。すごいな。8000人ですかって、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、開始前にね、皆さん教えてくれてありがとうございます。CLP での中継も1000人を超えました。参加した皆さんありがとうございました。これからも共に声を上げていきましょうということでですね。はい。まあ、311からね、まあ15年になったわけですけれども、まあ、こういう時にね、このタイミングでこれだけの人たちが集まるっていうのはね、ちょっと希望があるかなというふうに思います。なかなかないですよね、今までの流れで。だから2015年のね、安保法改正以来かなというような感じも受けるんですけれども、ようやくなんかそういう動きがね、気軽にまあデモに行ってね、こうやって意思表明するって民主主義国家としてとても大事なことなので、はい、こういった動きがね、絶えることなくね、広がっていってほしいなというふうに思います。ほぼネット拡散のみでこれですからね、すごいですよね。はい。東京行くのは物理的に無理だったのでネットで参加してました。お疲れ様でした。このうねりでね、また新しい力強い反戦運動が広まっていってほしいですね。はい。だからもちろんね、地方にのね、政治の右翼化とか、まあ、社会全体の右傾化とかにね、いろんな心配要素はたくさんあるわけですけれども、これからもね、共に声を上げていって、まあ実際にやっぱりデモにね、出て街頭に出るっていう動きがね、普通のことになっていくのがいいなというふうに思います。はい。そうですね。ペンライト持ってる方もとても多かったですね。はい。ありがとうございます。ということでですね、本日も、配信たくさん見ていただきまして、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価とぜひともよろしくお願いいたします。ペンライト買いましたが、早く活躍させたいです。形から入るタイプなので、わざわざ買われたんですね。すごい。ありがとうございます。お疲れ様です。そうですね。分断ではなく対話につながるようにですね、政治運動を盛り上げていきたいですね。はい。ありがとうございました。はい。ということでですね、お疲らずでした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでですね、いつものごとくなんですが、ですね、今週ですね、すいませんね、いろいろバタバタしてて、ディスコードとかもね、ギリギリ発表になっちゃったりしててですね、よかったらディスコードの方も加入してみたりとか、チェックとかね、今後もよろしくぜひお願いいたします。で、今週の予定なんですけれども、まあ、これもね、結構急にっていうか話がまとまったんですけど、3月13日の金曜日の21時なんですが、ちょっとですねビッグゲストをお呼びしてお話しさせていただくことになりました。ノンバイナリーってなんだコラボ雑談ということでですね。ですね、バーチャル YouTuber の、雪城ひょうりさんことジェンツーペンギンさんと、どこそのいつせさんが来ていただいて、お二方ともですね、ノンバイナリートレースの当事者の方でいらっしゃるんですけれども、なんとですね、お話しさせていただくというですね、またとない機会を得ることができました。ありがとうございます。なんかね、
もうこの2人を呼んだ時点で、なんかお二人呼んだ時点でですね、もう終わったなっていう感じで、なんかちゃんと企画とか何にも考えられてないような状態なので、なんか私がね、石像のように置物になっているのではないかということで、このサムネを今急ごしらえで作ったんですけれども、はい。ということでですね、まあ、ノンバイナリーというですね、アイデンティティに関してですね、お二人から率直にですね、お話聞かせていただきたいなと思っておりますので、よかったらチェックしてみてください。はい。ということでですね、いいんですか？お話聞いちゃっていいんですか？熱いということでですね、ベンさんだということでですね、はい。皆さんですね、お二人のチャンネル、ですね、ネタバレになってたんですけれども、Google ドキュメントのね、一番下にですね、ちゃんと一番下に告知って書いてね、ちゃんと書いているのでですね、ぜひとも先にチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。しておいてください。お二人ともですね、動画ね、普通に面白いのでですね、同性婚をエイプリルフールのネタにするなとかね、この名作がですね、見れるんですよ。はい。XG のココナさんっていう方がね、先日カミングアウトされたんですけども、その時のね、解説動画とかもね、すっごく面白いので、ぜひとも見てみてください。はい。ですね。はい。私もノンバイナリーです。楽しみということで、ありがとうございます。ということでですね、ぜひとも、ですね、チェックし、皆さんもですね、チェックしていただければと思います。まあ私がですね、なんか下手な進行とか、なんかよくわけのわからないことを言い出さないように、気をつけたいと思います。よく勉強して気をつけておきたいと思いますので、読んだだけでミッションコンプリートしてしまった状態にならないようにですね、まあ地蔵にならないように頑張って喋っていきたいと思います。いや、借りてきたカラスになる可能性がかなり高いんですけれど、このサムネの状況そのままになるのではないかという懸念がまあありますが、まあそれはそれで面白いと思いますので、はい、頑張ってまいります。はい。ゴブリさんお疲れ様です。戦争、紛争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対します。コラボ楽しみにしてます。ということで、はい、当日はですね、ぜひともですね、モデレーションもよろしくお願いします。いつえさんお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。というご本人だ。よかった。はい、来ていただいてありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあなかなかね、ひどい戦争が起きていて大変な状態ですし、まあね、夜中の0時半までね、話すなって感じなんですけれども、まあこれからはですね、こんな感じで、少しでもですね、皆さんのね、エンパワーメントできればいいなと思って頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。これから民主主義に幸あれということで、お疲れ様でした。ということで、本日も、配信見ていただきありがとうございました。お疲れ様でした。お疲らすでした。おやすみなさいませ。